必要なのは知性や才能ではなく、適切な思考法だったのです。今回はアメリカの思想家、ウォレス・デロイス・ワトルズさんが書かれた、お金持ちになるための科学という書籍、全208ページを読み上げます。この書籍は、出世の方法とか、投資術といった稼ぐためのノウハウを解説したものではなく、精神科学を利用して思考パターンや行動原則を徹底させることで富を引き寄せる方法が述べられています。100年以上前に書かれた古い書籍ですが、時代を超えて読み継がれているということは、その内容が本質的で、時代や流行りにとらわれない普遍的な効果をもたらすからでしょう。朗読に入る前に、この書籍の要点と結論を簡単に説明すると、人は自己実現や成長、拡大を目指す生き物であり、それを達成するためには自己投資、つまり自分への課金が近道である、お金持ちになることが人としての最優先事項であるというのが著者の主張です。スキルを磨いて才能を開花させたり、愛を育むための人格を形成したりするのも、お金によって経験やスキルを買うからこそ磨かれていくものだということです。お金を稼ぐ方法として著者が提唱しているのが、欲しいものや願望を想像し、頭の中に思い描くことです。こうすることで、願望が叶う力が働き、自分の行動や環境も変わっていくということです。願望を叶えるためには、徹底すべき原則が6つあり、それは、1、真実を考える。2、公平な取引。3、感謝。4、明確なビジョン。5、今を全力で効率的に行動する。6、増加の印象を与える。ということです。また、お金から遠ざかる NG 思考パターンも6つあり、1、見た目に従って考える。2、極端な利己主義、利他主義で考える。3、競争する。4、他人に意志の力を使う。5、否定的な印象付けをする。6、他者を支配する。と記されています。それぞれの具体的な意味に関しては、本文をしっかりと読み込んだ方が、腑に落ちると思いますので、詳細は本文の読み上げ動画をご視聴ください。紹介されているのは、専門的な知識やスキルがなくても、誰でもすぐに取り組めるコンテンツです。その一方で、一回見聞きしただけで、その考え方が自分に定着し、すぐに徹底できるものかというと、少し難しい部分もある内容です。英文的な言い回しのややこしさと、哲学的な表現の多さで、すんなりと頭に入ってこないのも、本書のハードルを高めてしまうところです。リラックスして聞き流すことで、少しずつ内容が心に刻まれていくと思います。本文を視聴いただければわかると思いますが、お金持ちになる方法だけでなく、対人関係を良くする方法や、転職に就く方法、幸福な人生を送るヒントなどがたくさん記されている書籍です。定期的に視聴して、意識を高めたり、理解を深めていっていただけると良いかと思います。それではスタートです。お金持ちになるための科学。ウォレス・デロイス・ワトルズ、著。序文。この本は実践を目的として書かれたもので、哲学的なものではありません。実践的なマニュアルであり、理論に関する論文ではありません。この本は、お金を必要としている人たちを対象としています。哲学的に考察するのは、お金持ちになった後でいいでしょう。理論やプロセスではなく、結果を求める人、科学的な結論を知りたい人に向けた書籍になります。結論に至るまでのプロセスをすべて解説するものではありません。読者の方々には、マルコーニやエジソンが発表した電気の法則を信じるのと同じように、この本に記した法則も素直に信じていただきたいと思います。そして、その法則を信じて、恐れやためらいなく行動することによって、その真実性を証明していただくことを期待しています。こうして行動していただいた人たちは、必ずお金持ちになれるでしょう。なぜなら、本書で述べている法則は、科学的に確かなものであるため、失敗はありえないからです。しかし、その法則を信憑性のあるものにするために探求し、論理的な根拠を求めている人たちには、以下のような権威を引用したいと思います。
宇宙の一元論、つまり1は全てであり、全ては1であるという理論。物質界の見えている多くの要素は、一つの物質がそれ自身を表しているという理論です。ヒンドゥー教に起源を持ち、200年にわたって徐々に西洋世界の思想に浸透してきました。その理論は東洋哲学のすべての基礎で、そしてデカルト、スピノザ、ショーペンハウアー、ヘーゲル、エマーソンたちの哲学の基礎でもあります。哲学的基礎を深く掘り下げたい読者には、ヘーゲルとエマーソンの著書を参照していただくことをお勧めします。そして、スコットランドのグラスゴー5番ヒルキャスカートロード300番地にある J.J. ブラウン社から出版されている非常に優れた小冊子ザ・エターナルニュースを読むと良いでしょう。また、1909年の春から夏にかけてノーチラス市マサチューセッツ州ホリオークに掲載された真理とは何かというタイトルの著者による一連の記事も参考になるでしょう。この本を執筆するにあたり、私はすべての人が理解しやすいように、難しい理論や哲学の解説はあえて割愛しました。本書で述べている行動計画は、哲学の結論から導き出されたものです。長い歴史の中で、さまざまな実体験としてテストされ、その実用性が確認されてきました。どのようにして結論に達したかを知りたい場合は、前述の著者の著作を読んでください。そして、実践で彼らの哲学の成果を享受したい場合は、この本を読み、書かれている通りに実行してください。著者より。第1章、豊かになる権利。お金持ちやお金儲けに対して、あまり良い印象を持っていないという人は一定数存在します。しかし、お金持ちでなければ、本当に完全で成功した人生を送ることは不可能である、という事実には変わりありません。十分なお金がなければ、人は才能を開花させたり、人間的な成長を続けて、より高みを目指していくのは困難です。なぜなら、才能を伸ばし、成長していくには、勉強したり、さまざまな物事に触れる機会を作らなければなりません。つまり、学校に行ったり、教材を買ったりするお金がなければ、才能の開花や成長を促すことができないのです。人間は物を利用することによって心、人格、身体を成長させます。社会は非常に組織化されており、物を所有するためにはお金が必要です。したがって、人間のあらゆる進歩の基礎は、金持ちになるための科学でなければならないのです。すべての生命の目的は発展です。そして、生きているすべてのものは、それが達成できる権利を持っています。人間の生きる権利とは、人間の精神的、人格的、肉体的な成長に必要なものを自由かつ無制限に使用する権利を意味します。言い換えれば、金持ちになる権利を持っているということなのです。この本では、豊かになることとは、お金持ちになることを意味します。本当に豊かになるということは、少ないお金でも満足する方法ではありません。実際、少ないよりは、多くのお金があった方がより楽しむことができるのは確かです。自然の目的は生命の進歩と発展です。すべての人は、人生の力、優雅さ、美しさ、そして豊かさに貢献できる可能性を持っています。少ないもので満足することは罪なのです。自分が生きていくために必要なものをすべて持っている人は裕福です。そして、お金に余裕のない人は、欲しいものをすべて手に入れることはできないのです。文明が進歩し、人の生き方も複雑になっているため、一般的な人たちでも生きていくにはたくさんのお金が必要です。人は皆、やりたいこと、なりたいものがあります。生まれてきた以上、自分の可能性を実現したいという欲求は、人間に備わっている本能なのです。私たちは、できる限りの自分になりたいと願わずにはいられません。人生の成功とは、なりたいものになることです。なりたい自分になるには、さまざまなものを利用しなければなりません。ものを利用するには、
それらを変える経済力が必要です。つまり、金持ちになるための科学を理解することは、すべての知識の中で最も重要ということです。お金持ちになりたいと思うのは、何も悪いことではありません。富への欲求は実際には、裕福で、充実した、より豊かな人生への欲求です。それは素晴らしいことなのです。逆に、より豊かに生きたいと願わない人間は異常であり、欲しいものをすべて買えるだけの金を持ちたいと願わない人間も異常と言ってもいいでしょう。私たちが生きる動機は3つあります。私たちは体のために生き、心のために生き、そして魂のために生きます。これらのうち、どれかが他のものよりも優れていたり、大切であるということはありません。すべては同じように重要であり、身体、心、魂の3つのうち、どれかが充実していないと、完全な状態で生きることはできません。魂のためだけに生き、心や体を否定することは正しくないし、崇高なことでもありません。知性のために生きて、体と魂を否定するのは間違いです。体のために生き、心と魂の両方をないがしろにした場合はどうなるのか。その結果は想像がつくと思います。人生とは、人間が体、心、魂のすべてを駆使して物事を生み出したり、表現することです。体が十分に働ける状態になければ、人は本当に幸せになったり、満足したりすることはできません。心と魂にも同じことが当てはまります。表現されていない可能性があるところ、または作用していない機能があるところには、満たされない願望が存在します。願望とは表現を求める可能性、あるいは性能を求める機能なのです。人間は、美味しい食べ物、快適な衣服、そして暖かい住居がなければ、心身ともに健全でいることはできません。疲れや苦労から解放されることもありません。休息とレクリエーションも肉体的な生活に必要です。本や研究する時間がなければ、旅行や観察の機会がなければ、あるいは知的な友人との交流がなければ、心の面で完全に生きることはできません。心を充実した状態で生きるためには、知的な娯楽をしなければならず、自分が使用したり鑑賞したりできるすべての芸術品や美品に囲まれなければなりません。魂において完全に生きるためには、人は愛を持たなければなりません。そして貧困は愛の表現を否定してしまうものです。人間の最高の幸福は、愛する人たちに恩恵を与えることです。愛は与えることで、最も自然で自発的に表現されます。与えるものが何もない人は、夫や父親として、国民として、あるいは男性としての地位を満たすことはできません。人間は物質的なものを使用することによって、自分の体に充実した肉体を見出し、心を発達させ、魂を開花させます。したがって、人は金持ちになることが最も重要なのです。あなたが金持ちになりたいと願うのは全く正しいことです。あなたが普通の男性または女性であれば、そうせずにはいられません。金持ちになるための科学に最大限の注意を払うのは全く正しいことです。なぜなら、それはすべての学問の中で最も崇高であり、最も必要なものだからです。この研究を無視すれば、あなたは自分自身、神、そして人類に対する義務を怠ったことになります。なぜなら、あなたは神と人類に、自分自身を最大限に活用すること以上に、大きな貢献はできないからです。第2章、金持ちになるための科学がある。お金持ちになる方法は、科学的に分析されています。それは数学や物理学のような正確な科学と言えます。お金を得るためのプロセスや法則といった再現性のある方法論があり、これらをしっかり学び、実践すれば確実にお金持ちになれるでしょう。お金や財産の所有権は、物事を特定の方法で行った結果として生じます。意図的であれ偶然であれ、この特定の方法で物事を行う人は金持ちになります。一方、
この特定の方法で物事を行わない人は、どんなに一生懸命働いても、どれほど能力があっても、貧しいままです。同じような原因が常に同じような結果を生み出すのは自然法則です。したがって、これを学ぶ人は男性でも女性でも、この特定の方法で物事を行えば、間違いなく金持ちになれます。上記の記述が真実であることは、次の事実によって示されます。金持ちになるのは環境の問題ではありません。環境で金持ちになるのであれば、特定の地域の人々全員が金持ちになるからです。ある都市の住民は全員裕福だが、他の町の住民は全員貧しい。あるいは、ある州の住民は富を得る一方、隣接する州の住民は貧困に陥ることになります。しかし、裕福な人々と貧しい人々が同じ環境で隣り合って暮らし、同じ職業に従事していることはどこにでもあることです。2人の男性が同じ地域にいて、同じビジネスに携わっていて、一方が金持ちになり、もう一方が貧しいままであるというケースもありますよね。そう考えると金持ちになるのは、主に環境の問題ではないことがわかります。一部の環境は他の環境よりも有利かもしれません。しかし、同じ地域に同じ仕事をしている2人の男性がいて、一方のみが金持ちになった場合、それは金持ちになることが特定の方法で物事を行った結果であることを示しています。さらに、この特定の方法で物事を行う能力は、才能だけによるものではありません。優れた才能を持つ人でも、多くは貧しいままであり、才能がほとんどない人でも金持ちになるからです。お金持ちになった人たちを研究すると、彼らはあらゆる点で平均的で、他の人より優れた才能や能力を持っていたわけでないことがわかります。彼らが金持ちになるのは、他の人が持っていない才能や能力を持っているからではなく、たまたま特定の方法で物事を行っているからなのは明らかです。金持ちになることは、貯蓄や倹約、節約の結果ではありません。倹約家の人々の多くは貧しいが、自由に浪費する人々でも金持ちになることはあります。また、他の人がやらないことをするから、金持ちになるわけでもありません。同じビジネスをしている人で状況はほぼ同じでも、一方は金持ちになるが、もう一方は貧しいままか破産することもあります。これらすべてのことから、私たちは、お金持ちになるということは、ある特定の方法で物事を行った結果である、という結論に達する必要があります。もし金持ちになることが、ある方法で物事を行った結果であり、同じような原因が常に同じような結果を生み出すのであれば、そのように物事を行うことができる人たちは、誰でもお金持ちになれます。お金持ちになることは、科学的に再現できるものと言えるのです。ここで、このある方法は、少数の人しか従うことができないほど難しいものではないのか、という疑問を持たれる方もいるかと思います。これまで見てきたように、一般的な能力がある限り、これは真実ではありません。才能のある人でも、頭の固い人でもお金持ちになります。知的な人でも、賢くない人でもお金持ちになります。体力のある人でも、病弱な人でもお金持ちになります。もちろん、ある程度の思考力と理解力は不可欠です。しかし、生まれ持った能力に関する限り、この書籍の文章を読んで理解するのに十分な分別を持っている人なら、確実に金持ちになれるのです。また、それは環境の問題ではないことも分かりました。もちろん場所は重要です。サハラ砂漠の中心部に行ってビジネスで成功することを期待する人はいないでしょう。お金持ちになるには、人と付き合うことが不可欠であり、付き合う人がいる場所にいる必要があります。そして、その人たちがあなたが望むように対処する傾向があるなら、それはさらに良いことです。しかし、それは環境に関する限りの話です。あなたの町の他の誰かが金持ちになれるなら、あなたも金持ちになれます。そして、あなたの州で他の誰かが金持ちになれるなら、あなたも金持ちになれます。
繰り返しになりますが、特定のビジネスや職業を選択する必要はありません。人々はあらゆるビジネス、あらゆる職業で金持ちになります。一方、同じ職業についている人たちでも、依然として貧困に陥っている人たちもいます。確かに、あなたは自分が気に入っている職業で、自分に向いている仕事で最善を尽くすことができます。そして、もしあなたが十分に発達した特定の才能を持っているなら、そのビジネスで最高のパフォーマンスを発揮するでしょう。また、あなたの地域に合ったビジネスで最大限の成果を上げることができます。アイスクリームパーラーは、グリーンランドより温暖な気候の方がうまくいき、鮭漁は鮭のいないフロリダより北西部で成功するでしょう。しかし、これらのような一般的な制限は別として、金持ちになるかどうかは、特定のビジネスに従事することに依存するのではなく、特定の方法で物事を行うことを学ぶことに依存します。あなたが今ビジネスをしていて、あなたの地元の他の誰かが同じビジネスで金持ちになっているのに、あなたが金持ちになっていないとしたら、それはあなたがその人と同じやり方で物事をやっていないからです。元手となる資金がないからといって、金持ちになれないということはありません。確かに、資本を獲得すると、より簡単、かつ早くお金持ちになれます。しかし、資本を持っている人はすでに金持ちなので、どうすれば金持ちになれるかを考える必要はありません。どんなに貧乏であっても、ある方法で物事をやり始めれば、お金持ちになっていけるでしょう。そして、あなたは資本を持ち始めるでしょう。資本の獲得は金持ちになるプロセスの一部です。そしてそれは、一定の方法で物事を行った後に必ず生じる結果の一部です。あなたはこの国で最も貧しい人で、多額の借金を抱えているかもしれません。あなたには友達も、影響力も、資源もないかもしれません。しかし、もしあなたがこの方法で物事をやり始めるなら、あなたは間違いなく金持ちになり始めるに違いありません。なぜなら、同じような原因は同じような結果を生むはずだからです。資本を持っていない場合でも、資本を得ることができます。間違ったビジネスに携わっていても、正しいビジネスに就くことができます。間違った場所にいる場合は、正しい場所に行くことができます。そして、現在のビジネスと現在の場所で、成功をもたらす、ある方法で物事を始めることによって、富を得ることができるのです。第3章、チャンスは独占されているのか。チャンスが奪われたからといって、貧しくなる人はいません。他の人々が富を独占し、その周りに柵を設けているからです。特定の分野でのビジネスへの参加が禁止される場合もありますが、他のチャンネルは開かれています。おそらく、鉄道システムを制御するのは難しいでしょう。その分野はかなり独占されています。しかし、電気鉄道事業はまだ初期段階にあり、事業の余地は十分にあります。そして、航空交通と輸送が偉大な産業となり、そのすべての分野で数十万、おそらくは数百万の人々に雇用をもたらすようになるまで、ほんの数年しかかからないでしょう。鉄道の世界でチャンスを求めて、J.J. ヒルや他の人々と競争するのではなく、航空輸送の発展に注目していますか？あなたが鉄鋼会社に雇われている労働者である場合、自分が働いている工場のオーナーになれる可能性は、ほとんどないというのは真実でしょう。しかし、ある方法で行動し始めれば、すぐに鉄鋼会社の労働者を辞めることができるのも事実です。10エーカーから40エーカーの農場を購入し、食料品の生産者としてビジネスを始めることができます。現時点では、狭い土地に住み、同じ土地を集中的に工作する人々にとっては大きなチャンスです。そういう人は必ず金持ちになるでしょう。あなたには土地を手に入れるのは不可能だと言うかもしれませんが、私はそれが不可能ではないこと、そして特定の方法で働きに行けば、必ず農場を手に入れることができることを証明してみます。時代によって、市場のニーズと
社会進化の段階に合わせてチャンスの流れは様々な方向に向かっていきます。現在、アメリカでは農業とその関連産業、専門職に向けて取り組みが進んでいます。今日では、同じ水準にいる工場労働者よりも、同じ水準にいる農家の前にチャンスが開かれています。そのチャンスは、工場労働者に物を供給する人よりも、農民に物を供給する実業家の前でも開かれています。そして、労働者階級に対してサービスを展開する人よりも、農民を相手にビジネスをする人にチャンスは開かれています。流れに逆らって泳ごうとするのではなく、流れに乗って進んでいく人にはチャンスが豊富にあるのです。したがって、工場労働者は個人としても、階級としてもチャンスを奪われることはありません。労働者は経営者によって抑圧されているわけではありません。企業や資本家たちによって圧倒されているわけではありません。労働者という階級にいるだけなのです。労働者はお金持ちになる方法を実践していません。もし、アメリカの労働者がお金持ちになる方法を実践するなら、ベルギーや他の国々の同胞たちの例に倣い、素晴らしいデパートや協同組合産業を設立することが考えられるでしょう。彼らは自分たちと同じ階級の人々を議員に選出し、そのような協同組合産業の発展に有利な法律を可決させます。そして数年以内に彼らは工業分野を平和的に占領することができるでしょう。労働者階級の人は、お金持ちになる方法を実践するときは、経営者階級になる必要があるかもしれません。富の法則は彼らにとっても他のすべての人にとっても同じです。これを労働者は学ばなければなりません。そして、今まで通りのことを続ける限り、労働者はその階級にとどまり続けるでしょう。しかし、個々の労働者は、知識がなかったり、頭を使っていないからといって、チャンスがないわけではありません。チャンスの流れに乗って、富を得ることができます。そしてこの本は、その方法を労働者に教えるためのものなのです。富を得るにあたって、資源が乏しいから貧困に陥る人はいません。この世の中に資源は十分すぎるほどあります。ワシントンの国会議事堂と同じくらい大きな宮殿を、地球上に存在するすべての家族のために建てようとしたら、米国内の建築資材だけでも建てられるかもしれません。ソロモンが栄光のすべてを着飾ったよりも上質な服を、世界中の一人一人に着せられるだけの羊毛、綿、麻、絹をこの国の畑で生産できるでしょう。世界中の人たちを贅沢に養うのに十分な食べ物についても同様です。目に見える供給は事実上無限です。そして、目に見えない供給は、本当に無尽蔵です。あなたが地球上で見ているものはすべて、一つの元の物質から作られており、そこからすべてのものが生まれます。新しい形が絶えず作られ、古い形は消滅していきます。しかし、すべては一つの物質によって形作られています。形のないもの、つまりオリジナルの物質の供給には制限がありません。宇宙はこの物質からできています。しかしそのすべてが宇宙の創造に使われたわけではありません。目に見える宇宙の形の中、形の間の空間は、オリジナルの物質、形のないもの、宇宙の原料に浸透し、満たされています。これまでに作られた量の1万倍はまだ作られるかもしれないし、それでも普遍的な原材料の供給が枯渇することはないでしょう。したがって、自然が貧しいから、あるいは身の回りに十分なものがないからといって、貧しい人はいないのです。自然は無尽蔵の富の宝庫です。供給が不足することはありません。固有の物質は創造的なエネルギーに満ちており、常にさらなる形を生み出し続けています。建築資材の供給が枯渇すると、さらに多くの資材が生産されます。土壌が枯渇して、その上に食料品や衣類の材料が育たなくなると、土壌は更新されるか、より多くの土壌が作られます。すべての金銀が地中から掘り出されたとき、人間はまだ社会発展の段階にあり、金や銀を必要とするが、
形のないものからはさらに多くのものが生み出されるでしょう。形のないものは人間のニーズに応えます。それは人間にとって良いことです。これは人間全体に当てはまります。種族全体は常に非常に豊かであり、個人が貧しいとすれば、それは個人を豊かにする特定のやり方に従わないからです。形のないものは知能があると思われるものです。それは生きており、常にさらなる生命へと駆り立てられています。もっと生きようとするのは、人生の自然かつ本質的な衝動です。それ自体を拡大するのが知性の性質であり、その境界を拡張し、より完全な表現を見つけようとするのが意識の性質です。形のある宇宙は、形のない生命体が自らをより完全に表現するために、形の中に身を投じて作られました。宇宙は偉大な生命の存在であり、より多くの生命と、より完全な機能を目指して、常に本質的に動いています。自然は生命の進歩のために形成されています。その原動力は生命の増大です。この目的のために、生命に奉仕できる可能性のあるすべてのものは豊富に提供されています。神が自らに矛盾し、自らの働きを無効にしない限り、不足はありえません。富の供給が不足しているために貧しいままなのではありません。形のない供給源でさえ、特定の方法で行動し、思考する人たちの指揮下にあるということは、本書のもう少し先で証明している事実です。第4章、金持ちになるための科学の第一原則。思考は、形のない物質から目に見える富を生み出すことができる唯一の力です。宇宙が作られる元となるものは、思考する物質であり、この物質の中にある、形についての思考が形を生み出します。オリジナルの物質はその思考に従って動きます。自然界で目にするすべての形やプロセスは、元の物質における思考の目に見える表現です。形のないものは形について考えると、その形になります。動作を考えると、その動作を実行します。そうやって万物は創造されたのです。私たちは思考の世界に生きています。それは宇宙の思考の一部です。動く宇宙の思想は形のない物質全体に広がり、その思想に従って動く思考物質は惑星系の形をとって、その形を維持します。思考物質は思考の形をとり、思考に従って動きます。太陽と世界の循環系という考えを持ち、これらの天体の形をとり、考えた通りにそれらを動かします。ゆっくりと成長するカシの木の形を考えてみます。カシの木を思い浮かべると、それに従って動き、何世紀もかかるかもしれないが、カシの木を生み出します。想像するとき、形のないものは、自らが確立した動線に従って動いているように見えます。カシの木を思い浮かべたからといって、すぐに成長した木ができるわけではありません。しかし、確立された成長ラインに沿って、樹木を生み出す力が動き始めるのです。思考物質の中に保持されている、形についてのあらゆる思考は、形の創造を引き起こしますが、常に、または少なくとも一般的には、すでに確立されている成長と行動の方針に沿っています。ある構造の家を思い浮かべたとします。それが形のない物質に印象づけられたとしても、即座に家の形成を引き起こすことはないかもしれません。しかし、その思考は、すでに貿易や商取引で働いている創造的なエネルギーを、家を迅速に建設するような経路へと向かわせるでしょう。そして、創造的なエネルギーが働くことができる、既存の経路が存在しなかった場合、有機世界と無機世界のゆっくりとしたプロセスを待たずに、家はオリジナルの物質から直接形成されるでしょう。形の創造を引き起こすことなく、形の思考をオリジナルの物質に印象づけることはできません。人間は思考の中枢であり、思考を生み出すことができます。人間が手で作り上げるすべての形は、まず思考の中に存在しなければなりません。人はそれを考えてからでなければ、それを形にすることはできません。そしてこれまでのところ、
人間は自分の努力を完全に自分の手の仕事に限定してきました。人は形の世界に肉体労働を適用し、すでに存在するものを変更、または修正しようとしました。人は形のない物質に自分の思考を印象づけることによって、新たな形を創造させようと考えたことは一度もありません。人間が思考形態を持つとき、自然の形態から材料を取り出し、心の中にその形態のイメージを作成します。これまでのところ、人は形のない知性と協力する努力、神と一緒に働くことをほとんど、または全く行っていません。人は神がすることを見て、同じことをすることができるとは夢にも思っていませんでした。人間は肉体労働で既存の形状を作り変え、修正します。人は自分の思考を形のない物質に伝えることによって、そこから物を生み出すことができないか、という問題には全く注意を払いませんでした。私たちは、人がそうするかもしれないことを証明しようと提案します。男性でも女性でも、誰でもそうできることを証明し、その方法を示すためです。私たちの第一歩として、私たちは3つの基本的な命題を定めなければなりません。まず第一に、すべてのものが作られる元となる、形のないもの、つまり物質が一つあるとします。一見多くの元素に見えるものはすべて、一つの元素の異なる表現に過ぎません。有機物や無機物など自然界に見られるさまざまな形はすべて、同じものから作られた異なる形に過ぎません。そして、この物質は思考する物質であり、その中にある思考が思考の形を生み出します。思考は、思考する物質の中で、形を生み出します。人間は思考の中枢であり、独自の思考が可能です。人間が自分の考えをオリジナルの思考物質に伝えることができれば、自分が考えているものの創造、つまり形成を引き起こすことができます。これを要約すると、次のようになります。万物が作られる元となる思考物質があり、それはそのままの状態で宇宙の間隙に浸透し、貫通し、充満しています。思考は、この物質において、思考によってイメージされるものを生み出します。人間は思考の中でものを形成することができ、また、自分の思考を形のない物質に印象づけることによって、自分が考えているものを想像することができます。これらの発言を証明できるかどうか尋ねられるかもしれません。詳細には立ち入りませんが、論理と経験の両方からそうすることができると私は答えます。形と思考の現象から推論すると、私は一つの独自の思考物質に行き着きます。そして、この思考物質から推論すると、人間が考えていることを形成させる力がある、ということになります。そして実験により、私はその推論が正しいことが分かりました。これが私の最も強力な証拠です。この本を読んだ人が、書かれていることを実行して金持ちになったとしたら、それは私の主張を裏付ける証拠になります。しかし、この本に書かれていることを実行したすべての人が金持ちになるのであれば、それは誰かがそのプロセスを経験して失敗するまでは確かな証拠となります。誰かがプロセスを経て失敗するまで証明します。この理論は、プロセスが失敗するまでは真実です。このプロセスは失敗することはありません。なぜなら、この本に書かれていることを正確に実行する人は誰でも金持ちになるからです。私は、人間は特定の方法で物事を行うことで金持ちになると言いました。そしてそうするためには、人間はある方法で考えることができるようにならなければなりません。人間の物事のやり方は、その人間の物事の考え方の直接の結果です。物事を自分のやりたいようにやるには、自分が考えたいように考える能力を身につける必要があります。これが金持ちになるための第一歩です。見た目に関係なく、自分が考えたいことを考えることは、真実を考えることです。すべての人は、自分が考えたいことを考える力を、生まれながらに持っていますが、そうするためには、見かけからもたらされる考えよりも、
はるかに多くの努力が必要です。見た目に従って考えるのは簡単ですが、見かけによらず真実を考えることは手間がかかる作業であり、人が行うべき他の仕事よりも多くの力を費やす必要があります。持続的かつ継続的な思考の労働ほど、ほとんどの人が萎縮してしまう労働はありません。それは世界で最も大変な仕事です。これは真実が見かけに反している場合に特に当てはまります。目に見える世界のあらゆる外観は、それを観察する心の中に対応する形を生み出す傾向があります。そしてこれは真実の考えを保持することによってのみ防ぐことができます。病気など存在しないという真実の考えを持たない限り、病気の外観を見つめることは、あなた自身の心に、そして最終的にはあなたの体に病気の形を生み出すことになります。病気は単なる見かけであり、実際は健康なのです。貧困など存在しないという真実を堅持しない限り、貧困の外見を見ると、それと対応する形が自分の心の中に生み出されてしまいます。あるのは豊かさだけです。病気のような外観に囲まれている時に健康について考えること、または貧困のように見える時に豊かさについて考えることには力が必要です。しかし、この力を手に入れた者はマスターマインドとなります。その者は運命を征服することができます。欲しいものを手に入れることができるのです。この力は、すべての見かけの背後にある、基本的な事実を把握することによってのみ獲得できます。そしてその事実は、すべてのものがそれによって作られる、思考物質が一つだけ存在するということです。そして、私たちは、この物質の中に含まれるすべての思考が形となり、人は自分の思考を物質に印象づけることで、思考を形にして目に見えるものにすることができるという真実を理解しなければなりません。このことに気づいたとき、私たちは疑いと恐れをなくします。なぜなら、私たちは作りたいものを作れる、と知っているからです。私たちは欲しいものを手に入れることができ、なりたいものになれるのです。お金持ちになるための最初のステップとして、この章で前述した3つの基本的な言葉を信じる必要があります。それらを強調するために、ここで繰り返します。万物が作られる元となる思考物質があり、それはオリジナルの状態で宇宙の隙間に浸透し、貫通し、満たされています。思考は、この物質の中で、その思考によってイメージされたものを生み出します。人間は思考の中で物を形成することができて、また、自分の思考を形のない物質に印象づけることによって、自分が考えているものを想像することができます。この一元論的概念以外の宇宙の概念は、すべて脇に置いておかなければなりません。そして、それがあなたの心に定着し、習慣的な思考になるまで、あなたはこれについて考え続けなければなりません。これらの心情を何度も読んでください。すべての言葉を記憶に定着させ、その言葉をしっかりと信じるまで瞑想してください。疑問が生じた場合は、それを罪として脇に捨ててください。この考えに反対する議論には耳を傾けないでください。物事の反対の概念が教えられたり、説教されたりする教会や講義には行かないでください。異なる考え方を教える雑誌や本を読まないでください。自分の信仰を間違えると、すべての努力が無駄になってしまいます。これらのことがなぜ真実なのかを尋ねたり、どうして真実になり得るのかを推測したりしないでください。ただ信頼して受け入れるだけです。金持ちになるための科学は、この信念を絶対に受け入れることから始まります。第5章、人生を豊かにする。あなたは、貧しくなることを望む神が存在するとか、貧しさを維持することでその神の目的が達成されるとか、そんな古い考えは捨て去らなければなりません。すべてであり、すべての中に存在し、すべての中に生き、あなたの中に生きている知性的な物質は、意識的に生きている物質です。意識的に生きている物質である以上、生命を増大させたいという、
あらゆる生ける知性に備わった自然な欲求を持っているに違いありません。すべての生き物は、自らの生命の拡大を絶えず追求しなければなりません。なぜなら、生命は、ただ生きているという行為の中で、自らを増大させなければならないからです。地面に落とされた種子は活動を開始し、生きているという行為の中でさらに100の種子を生み出します。生命は、生きることによって自らを増殖させます。生命は永遠により多くなるのです。たとえそれが続くとしても、そうしなければなりません。知性もこれと同じように、絶え間ない増大の必要性にさらされています。私たちが考えるすべての思考は、私たちに別の思考を必要とさせます。意識は拡大し続けています。私たちが学ぶすべての事実は、別の事実の学習につながります。知識は増え続けています。私たちが培うあらゆる才能は、別の才能を育てたいという願望を心に呼び起こします。私たちは表現を求める人生の衝動にさらされており、その衝動が私たちをより多く知り、より多くのことを行い、より多くのものになろうと駆り立てます。もっと知り、より多くを行い、より多くになるためには、より多くのものを持たなければなりません。私たちは使えるものを持っていなければなりません。なぜなら、私たちはものを使うことによってのみ学び、行動し、なることができるからです。もっと生きていけるように、私たちは金持ちにならなければなりません。富への欲求は、充足を求める、より大きな人生への能力に過ぎません。あらゆる欲望は、表現されていない可能性を行動に移そうとする取り組みです。欲望を引き起こすのは、実現しようとする力です。あなたにもっとお金を欲しがらせるものは、植物を成長させるものと同じです。それは生命であり、より豊かな表現を求めているのです。一つの生命体は、すべての生命に内在するこの法則に従わなければなりません。もっと生きたいという欲望に貫かれているからこそ、ものを創造する必要に迫られているのです。だからこそ、ものを作る必要があるのです。一つの生命体は、あなたの中でもっと生きたいと望んでいます。したがって、使えるものはすべて持っている必要があります。あなたが金持ちになることは神の望みです。あなたが神を表現するために使えるものがたくさんあれば、神はあなたを通して、自らをよりよく表現できるからです。あなたが生活の手段を無制限に制御できるなら、神はあなたの中にさらに生き続けることができます。宇宙はあなたが欲しいものをすべて手に入れることを望んでいます。自然はあなたの計画に友好的です。すべてはあなたのための自然です。これが真実であると決心してください。ただし、目的がすべての目的と調和していることが重要です。あなたは単なる快楽や官能的な満足ではなく、現実の生活を求めなければなりません。人生とは機能を果たすことであり、肉体的、精神的、霊的なあらゆる機能を過不足なく果たして初めて、個人は本当に生きることができるのです。あなたは、動物的な欲望を満たすために、浪費的に生きるために金持ちになりたいのではありません。それは人生ではありません。しかし、あらゆる身体機能の遂行は人生の一部です。肉体の衝動が、正常かつ健康的に表現されることを否定するような人は、完全に生きることはできないのです。精神的な快楽を享受したり、知識を獲得したり、野心を満たしたり、他人を出し抜いたり、有名になったりするためだけに金持ちになりたいわけではありません。これらすべては人生の正当な一部ですが、知性の快楽だけのために生きる人は、人生の一部しか持たず、自分の境遇に満足することは決してないでしょう。あなたは、他人の利益のためだけに金持ちになりたいわけではありませんし、人類の救いのために自分を失い、慈善活動や犠牲の喜びを経験したいとは思っていません。魂の喜びは人生の一部に過ぎません。そしてそれらは他のどの部分よりも優れているわけでも、より高貴であるわけでもありません。あなたは、
食べたり飲んだり、それらのことをするときに楽しく過ごすために金持ちになりたいと思っています。美しいものに囲まれ、遠くの土地を眺め、心に栄養を与え、知性を発展させるためです。それは、あなたが人々を愛し、親切なことをし、世界が真実を見つけるのを助ける上で良い役割を果たすことができるようにするためです。しかし、極端な利他主義は極端な利己主義に比べて優れているわけでも、崇高なわけでもないことを覚えておいてください。どちらも間違いです。神は、あなたが他人のために自分を犠牲にすることを望んでいる、という考えを捨ててください。そうすることで神の行為を確保できるということはありません。神はそのようなことを何も要求しません。神が望んでいることは、あなたが自分自身のために、そして他人のために、自分自身を最大限に活用することです。そして、他のどの方法よりも自分を最大限に生かすことによって、他人を助けることができるのです。お金持ちになることによってのみ、自分自身を最大限に生かすことができます。したがって、富を獲得するという仕事について第一に最善のことを考えるのは正しく、称賛に値します。ただし、物質の欲求はすべての人のためのものであり、その動きはすべての人にとって、より多くの命をもたらすものでなければならないことを忘れないでください。富と命を求めるのは誰にとっても平等であるため、誰にとっても少ない命のために働かされることはできません。知的な物質はあなたのために物を作りますが、他の人から物を奪ってあなたに与えることはありません。競争という考えを捨てなければなりません。あなたは創造するべきであり、すでに創造されたものをめぐって競争するのではありません。誰かから何かを奪う必要はありません。激しい値引き交渉をする必要はありません。騙したり利用したりする必要はありません。誰かにその人の収入よりも低い金額で、あなたのために働かせる必要はありません。他人の財産を欲しがったり、願望に満ちた目で眺めたりする必要はありません。他人が持っているものを奪うことはありません。他人が手に入れられるものは、誰でも手に入れられるのです。あなたは競争者ではなく創造者になるべきです。あなたは欲しいものを手に入れるつもりですが、それを手に入れた時には、他の人は今よりも多くのものを手に入れることになるでしょう。上の段落の発言に真っ向から反対して、莫大な金を手に入れている人たちがいるのは承知しているので、ここで一言、説明を加えてもいいかもしれません。大金持ちになる富豪タイプの人たちは、純粋に競争という面における並外れた能力によって、そうなることもあるのです。そして時に彼らは、産業の進化を通じて、一般的な民族を増大させるというその偉大な目的と運動において、無意識のうちに物質と自分自身を関連づけているのです。ロックフェラー、カーネギー、モーガンなど、生産産業の体系化と組織化に必要な作業において、思考の無意識の代理人であった。そして最終的には、彼らの仕事はすべての人の生活の向上に大きく貢献するでしょう。彼らの日はもう終わりに近づいています。彼らは生産を組織化し、間もなく流通機構を組織する大衆の代理人が引き継ぐことになるでしょう。大富豪は先史時代の恐竜のようなものです。それらは進化の過程で必要な役割を果たしますが、それらを生み出した同じ力がそれらを処分します。そして、彼らは決して本当に裕福ではなかったということを心に留めておくべきです。ほとんどの人の私生活の記録は、彼らが本当に貧しい人々の中で最も悲惨で惨めであったことを示すでしょう。競争の面で確保された富は、決して満足のいくものではなく、永続的なものでもありません。それらは今日あなたのものであっても、明日は他の人のものになってしまうかもしれないのです。科学的かつ確実な方法で金持ちになりたければ、競争的な考えから完全に抜け出さなければならないことを忘れないでください。供給が限られているなどと一瞬たりとも思ってはいけません。すべてのお金が銀行家やその他の人々によって追い詰められ、管理されている。そしてこのプロセスを阻止するために、
法律を可決させるために全力を尽くさなければならない、などと考え始めるとすぐに、その瞬間、あなたは競争心に陥り、想像を引き起こす力は当分の間失われます。さらに悪いことに、あなたがすでに始めた創造的な運動をおそらく阻止してしまうでしょう。地球の山には、まだ持ち出されていない、数えきれないほどの何百万ドル相当の黄金があることを知ってください。そして、もしそれがなかったとしても、あなたのニーズを満たすために思考物質からさらに多くのものが作成されることを知ってください。たとえ明日、新しい金鉱の発見に1000人を導く必要があるとしても、必要なお金は必ずやってくるということを知ってください。決して目に見える供給を見ないでください。形のない物質の中にある無限の富を常に見て、それらをあなたが受け取り、使うことができるのと同じくらい早く、それらがあなたのもとにやってくることを知ってください。誰も目に見える供給源を追い詰めて、あなたが自分のものを手に入れるのを妨げることはできません。ですから、急いでいない限り、家を建てる準備をする前に、建築に最適な場所が全て奪われてしまうなどとは決して考えないでください。企業の合併や買収などのことを決して心配したり、彼らがすぐに地球全体を所有するようになるのではないか、と心配したりしないでください。他の誰かに先を越されて、欲しいものを失うのではないかと決して恐れないでください。そんなことは起こるはずがありません。あなたは、他の誰かが持っているものを求めているのではなく、あなたが欲しいものを無形物質から創造させているのであり、その供給には制限がありません。決められた言葉に固執してください。万物が作られる元となる思考物質があり、それはオリジナルの状態で宇宙の隙間に浸透し、貫通し、満たされています。思考は、この物質の中で、その思考によってイメージされたものを生み出します。人間は思考の中でものを形成することができ、また、自分の思考を形のない物質に印象づけることによって、自分が考えているものを想像することができます。第6章。富はどのようにしてあなたに訪れるのか。私が激しい取引をする必要はないと言っても、あなたが全く取引をする必要がないとか、仲間と取引する必要がないという意味ではありません。つまり、不公平な取引をする必要はありません。何もせずに何かを得る必要はなく、すべての人にあなたが受け取る以上のものを与えることができます。あなたが取引仲間から受け取るものよりも、多くの現金市場価値をすべての人に与えることはできませんが、あなたが彼らから受け取るものの、現金価値よりも多くの使用価値を彼に与えることはできます。この本の紙、インク、その他の資料は、支払ったお金の価値がないかもしれません。しかし、書籍で提案しているアイデアによって、あなたに何千ドルももたらすのであれば、それを売った人たちから不当な扱いを受けていないことになります。少額の現金価値で、大きな利用価値を提供してくれるのです。文明社会では数千ドルの価値がある、偉大な芸術家の一人による絵画を私が所有していると仮定しましょう。私はそれをバフィン湾に持っていき、セールスマンシップによってエスキモーを誘導し、500ドル相当の毛皮の束と交換します。私は彼を本当に不当に扱いました。なぜなら彼には、その絵画が何の役にも立たないからです。それは彼にとって何の使用価値もありません。それは彼の人生にプラスにはならないでしょう。しかし、毛皮と引き換えに、50ドル相当の銃を彼に送ったとします。それなら彼は良い取引をしました。彼は銃を使います。そうすればもっとたくさんの毛皮とたくさんの食べ物が手に入るでしょう。それはあらゆる点で彼の人生を豊かにするでしょう。それは彼を金持ちにすることでしょう。競争の世界から創造的な世界に舞台を移せば、ビジネス上の取引を非常に厳しくチェックすることができます。もし、あなたが受け取っているよりも、誰かの人生にそれ以上の価値を与えないものを販売している場合は、あなたはそれを止める余裕があります。
ビジネスにおいて誰かに勝つ必要はありません。そして、もしあなたが人を傷つけるようなビジネスに携わっているなら、すぐにそこから撤退してください。あなたが相手から受け取る現金価値よりも、多くの使用価値をすべての人に与えてください。そうすれば、あらゆる商取引によって世界の生活が豊かになることになります。従業員を雇っているのであれば、あなたは彼らに賃金で支払うよりも、多くの現金価値を彼らから受け取らなければなりません。しかし、あなたは自分のビジネスを出世の原理が働くように組織化することができます。出世の原則が充満するように、また、出世を望む従業員が毎日少しずつ出世できるように、ビジネスを組織化することはできます。この本があなたにもたらしていることと同じことを、あなたのビジネスも従業員にさせることができます。従業員一人一人が金持ちになれるような、一種のはしごになるようなビジネスを展開すればいいのです。そして、チャンスが与えられたのに、彼がそうしなかったとしても、それはあなたの責任ではありません。そして最後に、あなたは自分の環境全体に浸透している、形のない物質から自分の富を創造することになっていますが、それが何もないところから形成され、あなたの目の前に現れるということではありません。例えば、あなたがミシンを欲しがっている場合、私はあなたに手を使わずに、座っている部屋やその他の場所で、ミシンが形成されるまで、思考物質にミシンの思考を刻み込まなければならない、と言いたいわけではありません。しかし、もしあなたがミシンが欲しいのであれば、それが作られている、あるいはこれからあなたのもとに届くという最も確実な確信を持って、そのミシンのイメージを心に抱いてください。一度考えを形成した後は、ミシンが来るという絶対的かつ疑いのない信念を持ってください。必ず到着するという以外の方法で、それについて考えたり話したりしてはなりません。すでにあなたのものであると主張してください。それは、人の心に作用する最高の知性の力によってもたらされます。あなたがメイン州に住んでいるなら、テキサス州や日本から、あなたが望むものを手に入れることになる取引をするために、ある人が連れてこられるかもしれません。もしそうなら、この問題全体はあなたにとって有利であるのと同じように、その人にとっても有利になるでしょう。思考物質はあらゆるものを通じて、あらゆるものとコミュニケーションし、あらゆるものに影響を与えることができるということを、片時も忘れないでください。より豊かな生活とより良い生活を求める思考物質の願望は、すでに作られているすべてのミシンの創造を引き起こしました。そして、人間が欲望と信仰によって、また、特定の方法で行動することによって、願望を働かせるたびに、それはさらに何百万もの創造を引き起こす可能性があります。そして実際にそうなるでしょう。あなたはミシンを得られます。そして、あなたが望むものや他のものを手に入れることができ、それを自分自身と他人の人生の向上のために使用できることも、同様に間違いないことです。多くを求めることをためらう必要はありません。あなた方に王国を与えることは、あなた方の父の喜びである、とイエスは言いました。オリジナルの物質は、あなたの中で可能なすべてを生きたいと思っており、あなたが最も豊かな人生を生きるために使えるもの、または使うであろうすべてのものをあなたが持つことを望んでいます。富を所有したいという欲求は、より完全な表現を求めるための万能な欲求であるという事実を意識に留めるなら、あなたの信仰は無敵になります。一度、小さな男の子がピアノの前に座って、鍵盤から音楽を出そうと努力しているのを見ました。そして私は、彼が本物の音楽を演奏できないことに悲しみ、憤慨しているのを見ました。イライラの原因を尋ねると、自分の中に音楽を感じているのに、手がうまく動かないんです、と答えました。彼の中の音楽は、すべての生命のすべての可能性を含む、オリジナルの物質の衝動でした。音楽のすべてが、子供を通して表現されようとしていたのです。
唯一の物質である神は、人間を通して生き、行い、物事を楽しもうとしています。神はこう言っています。私は人々に素晴らしい建造物を建て、神聖なハーモニーを奏で、輝かしい絵を描いてもらいたいのです。足には私の使いをさせ、目には私の美を見させ、舌には強大な真理を語らせ、素晴らしい歌を歌わせたいのです。すべての可能性は、人間を通して表現されようとしています。神は、音楽を演奏できる人がピアノやその他のあらゆる楽器を持ち、その才能を最大限に伸ばす手段を持つことを望んでいます。神は、美を理解できる人には、美しいものに囲まれるようにしてほしいと考えています。神は、真実を識別できる人たちに、旅行して観察するあらゆる機会を与えたいと考えています。神は、服装を理解できる人には美しく服を着てもらい、美味しい食べ物を理解できる人には贅沢な食事をしてほしいと望んでいます。神がこれらすべてのものを望んでいるのは、神自身が楽しみ、感謝しているからです。演奏し、歌い、美しさを楽しみ、真理を宣言し、立派な服を着て、美味しいものを食べることを望んでいるのは神なのです。神は、あなた方の内面に、意志と実行とを働かせてくださるとパウロは言いました。あなたが富に対して感じる欲望は無限であり、神がピアノを弾く少年の中に表現を求めたように、あなたの中にもご自身を表現しようとしています。だから、大きく求めることをためらう必要はありません。あなたの役割は、神の望みを焦点化し、表現することです。これはほとんどの人にとって難しい点です。多くの人々は、製品と自己犠牲は神に喜ばれるものだという古い考えを持ち続けています。貧困を計画の一部であり、自然の必然であると考えています。神はその働きを終え、神が作ることができるすべてのものを作ったのであり、十分なものがないので大多数の人間は貧しいままでなければならない、という考えを持っています。彼らはこの誤った考えをあまりにも強く抱いているので、富を求めることを恥ずかしいと感じています。彼らは、ごくささやかな能力、つまり、自分たちがかなり快適に過ごせるだけの能力以上のものを欲しがらないようにしています。今、私はある学生のケースを思い出します。その学生は、その創造的な思考が形のない物質に印象づけられるように、自分が望むものの明確なイメージを心に描かなければならないと言いました。彼はとても貧しい男で、借家に住んでいて、その日その日稼いだお金しか持っていませんでした。そして彼は、すべての富が彼のものであるという事実を理解できませんでした。そこで、よく考えた結果、一番良い部屋の床に敷く新しい敷物と、寒い季節に家の暖房用に無煙炭ストーブを頼むのが合理的だと判断しました。この本に書かれている指示に従って、彼は数ヶ月でこれらのものを手に入れました。そして、彼は十分に質問していなかったことに気づきました。彼は自分が住んでいた家をくまなく調べて、その家に加えたいすべての改善を計画しました。彼は心の中で、ここに出窓を、あそこに部屋を追加し、それが彼の理想の家として頭の中で完成しました。それから彼はその家具を計画しました。全体像を頭の中に抱えながら、彼は特定の方法で生き始め、自分の望むものに向かって進み始めました。そして彼は今その家を所有しており、自分の心のイメージを形にしてそれを再建中です。そして今、彼はさらに大きな信仰を持って、さらに大きなものを手に入れようとしています。それは彼の信仰に従って彼に起こったことであり、それはあなたにも、私たち全員にとっても同じです。第7章、感謝。前章で説明した図解は、お金持ちになるための最初のステップは、自分の願望を形のない物質に伝えることであるという事実を読者に伝えたでしょう。これは真実であり、そうするためには、調和の取れた方法で、
自分自身を形のない知性と結びつける必要があることがわかるでしょう。この調和の取れた関係を確保することは極めて重要な問題であるため、そしてもしあなたがそれに従うなら、神との完全な心の一致を確実にもたらすであろう指示をあなたに与えたいと思います。精神的な調整と償いのプロセスはすべて感謝の一言に集約できます。まず、第一に、あなたは万物がそこから生じる一つの知性ある物質が存在すると信じます。第二に、この物質があなたが望むものすべてを与えてくれると信じます。そして第三に、深い感謝の気持ちによって、この存在と自分を結びつけます。他のすべての点では正しく生活している多くの人々が、感謝の欠如によって貧困にあえいでいます。神から贈り物を受け取ったにもかかわらず、神への感謝を怠ることで、神と自分をつなぐワイヤーを切断してしまうのです。私たちが富の源に近ければ近いほど、より多くの富を受け取ることになるのは簡単に理解できます。そして、常に感謝している魂は、感謝の気持ちを決して神に向けない魂よりも、神とのより密接な関係を保って生きているということも容易に理解できます。感謝すればするほど、私たちには良いことが重なり、最高の精神状態になります。より多くの良いものを受け取ることができ、より迅速にそれがやってくるのです。その理由は単純で、感謝の心構えが祝福の源である最高の精神状態に近づけるからなのです。感謝することで、あなたの心全体が宇宙の創造的なエネルギーとより密接に調和するということが、あなたにとって新しい考えであるなら、よく考えてみてください。そうすれば、それが真実であることがわかるでしょう。あなたがすでに手にしている良いものは、特定の法則に従って、道筋に沿って、あなたにもたらされたものです。感謝は、物事が起こる過程に沿って、あなたの心を導きます。そうすることで、あなたは創造的な思考と密接に調和し、競争的な思考に陥るのを防ぐことができるのです。感謝するだけで、すべてのものに目を向け続けることができ、供給が限られていると考えるという間違いに陥るのを防ぐことができます。供給が限られていると考えることは、あなたの希望にとって致命的です。感謝の法則というものがあり、求める結果を得るためには、その法則を守ることが絶対に必要です。感謝の法則は、作用と反作用が常に等しく、正反対の方向に向かうという自然原理です。最高のものへの感謝の賛美の中で、あなたの心が感謝の気持ちで満ちて広がることは、力の解放、または消費です。呼びかけられた対象に必ず到達し、その反応はあなたに向かって瞬時に返ってきます。神に近づきなさい。そうすれば神はあなたに近づいてくださるでしょう。それは心理学的真実の表れです。そして、あなたの感謝が強く、絶え間なく続くなら、形のない物質の反応は強くて継続的になるでしょう。あなたが望むものは常にあなたに向かって動きます。イエスが取った感謝の態度に注目してください。なんと主はいつもこう言っているようです。父よ、あなたが私の声を聞いてくださったことに感謝します。感謝がないと大きな力を発揮することはできません。感謝こそがあなたをパワーと結びつけ続けるからです。しかし、感謝の価値は、将来さらに多くの祝福を得るということだけではありません。感謝があれば、物事に対する不満な考えを長く続けることができなくなります。物事に対する不満を心に抱いた瞬間、あなたは地に足がつかなくなります。あなたは、ありふれたもの、平凡なもの、貧しいもの、汚く卑しいものに注意を向け、あなたの心はこれらのものの形をとってしまいます。そうすれば、あなたはこれらの形や心のイメージを形のないものに伝えてしまい、平凡なもの、貧しいもの、汚れたもの、卑しいものがあなたのところにやってきます。劣ったものに心を奪われることは、劣ったものになり、
劣ったものに囲まれることになります。一方で、最高のものに注意を向けることは、最高のものに囲まれて最高な状態になることを意味します。私たちの中にある想像力は、私たちが注意を向けているもののイメージに私たちを作り上げます。私たちは思考物質であり、思考物質は常に思考したものの形をとります。感謝の心は常に最良のものに向けられます。それゆえ、最良のものになる傾向があり、最良のものの形や性格をとり、最良のものを受け取るようになります。また、信念は感謝から生まれます。感謝の心は絶えず良いことを期待し、期待は信念となります。自分自身の心に感謝の作用が起これば信念が生まれ、感謝の波が押し寄せるたびに信念が高まります。感謝の気持ちを持たない人は、生きた信念を長く保つことはできません。そして、生きた信念がなければ、次の章で述べるように、創造的な方法で金持ちになることはできません。ですから、あなたにやってくる、あらゆる良いことに対して感謝する習慣を身につけ、絶えず感謝し続けることが必要です。そして、すべてのことがあなたの進歩に貢献しているので、感謝の気持ちにはすべてのことを含める必要があります。金権政治家や権力者の欠点や、間違った行動について考えたり話したりして、時間を無駄にしないでください。彼らの世界の組織が、あなたのチャンスを作ってきたのです。あなたが手にするすべてのものは、本当に彼らのおかげなのです。腐敗した政治家に対して、激怒しないでください。もし政治家がいなかったら、私たちは無政府状態に陥り、あなたのチャンスは大幅に減ってしまうでしょう。神様は長い間、忍耐強く働き、私たちの産業や政府を現在の水準にまで引き上げてくれました。そして神はその働きを今も続けています。神様が金権政治家、財界の大物、産業界のトップ、政治家たちを惜しまないのであれば、すぐにでも始末してくださるに違いありません。しかしよく見てください。彼らはとても良い存在です。彼らは皆、あなたの富があなたのもとに届く、伝達経路を整える手助けをしてくれていることを忘れないで、彼ら全員に感謝することです。そうすることで、あなたはすべての良いものと調和の取れた関係を築くことができ、すべての良いものがあなたに近づいてくるでしょう。第8章、明確な方法で考える。第6章に戻って、自分の家の心象風景を思い浮かべた人の物語をもう一度読んでください。そうすれば、金持ちになるための最初のステップについて、かなり理解できるでしょう。自分が望むものについて、明確かつ鮮明なイメージを頭の中で形成しなければなりません。自分自身がアイデアを持っていなければ、アイデアを伝えることはできません。多くの人は、自分がやりたいこと、持ちたいもの、なりたいことについて漠然とした概念しか持っていないため、思考物質を印象づけることができません。与える前に、まずはそれを手に入れなければならないのです。富を使って良いことをしたいといった一般的な願望を持つだけでは十分ではありません。そのような願望は誰もが持っているものです。旅行したい、いろいろなものを見たい、もっと生きたい、などという願望を持つだけでは不十分です。誰もがそうした願望を持っています。もし、あなたが友人に無線でメッセージを送るとしたら、アルファベットを順番に送って、友人に自分でメッセージを作成させたりはしないでしょう。辞書からランダムに単語を選ぶこともないでしょう。あなたは、意味のある、まとまった文章を送ることになります。自分の要望を物質に印象づけようとするときは、一貫した文章を送らなければならないことを忘れないでください。自分が何を望んでいるのかを理解し、明確でなければなりません。形のない憧れや漠然とした願望を発信しても、決してお金持ちになったり、創造的な力を働かせることはできません。先ほどの人が自分の家について考えたように、自分の願望について考えてください。自分が何を望んでいるのか、
それを手に入れた時の姿を鮮明に心の中でイメージしてください。船乗りが船を走らせる港を思い浮かべるように、あなたは鮮明な心象風景を常に心に描いていなければなりません。舵取りが羅針盤を見失うのと同じように、あなたはそれを見失ってはならないのです。集中力を高める練習をする必要も、祈りやアファメーションのための特別な時間を設ける必要も、瞑想の必要も、いかなる種類のオカルト的行為をする必要もありません。必要なのは、自分が何を望んでいるのかを知り、それを強く望んで、それが自分の思考の中にとどまるようにすることだけです。空いている時間をできる限り、自分のイメージをじっくり考えることに費やしましょう。しかし、本当に欲しいものに心を集中させるためのエクササイズをする必要はありません。自分があまり気にしていないことにこそ、注意を向ける努力が必要なのです。そして、本当に金持ちになりたいという願望が、時局がコンパスの針を保持するように、あなたの思考をその目的に向けて保持するのに十分強いものでもない限り、この本で示された指示を実行しようとしても、ほとんど意味がないでしょう。ここで述べている方法は、富を得たいという願望が、精神的な怠惰や楽をしたい気持ちに打ち勝つほど強い人のためのものです。自分のイメージをより鮮明に、明確に描くほど、また、そのイメージに没頭し、その魅力的な細部をすべて浮き彫りにすればするほど、あなたの願望はより強くなるでしょう。そして、あなたの願望が強ければ強いほど、あなたが望むもののイメージに心を固定し続けることが簡単になります。ただし、単にイメージをはっきりと見るだけではなく、それ以上の何かが必要です。それだけではただの無双化に過ぎず、達成する力はほとんど、または全くないでしょう。明確なビジョンの背後には、それを実現するための目的があるはずです。それを具体的な表現にしなければなりません。そして、この目的の背後には、それはすでに自分のものであるという揺るぎない信念がなければなりません。それは手元にあるものであり、あなたはそれを手に入れるだけでいいと考えるのです。新しい家が物理的に形になるまでの間も、精神的には新しい家に住んでください。精神的な領域では、自分が望むものをすぐに満喫してください。祈るときは、何を求める場合でも、それが受け入れられると信じなさい。そうすればそれを得るでしょう、とイエスは言いました。欲しいものが実際にいつも身の回りにあるかのように見て、自分がそれを所有し、使っているように見てください。それらを実際の所有物として使用するのと同じように、想像力の中でそれらを使用してください。自分の心の中のイメージが明確になるまでじっくり考えてから、そのイメージの中のすべてのものに対して所有権があるような態度をとってください。それが実際にあなたのものであることを心に留めて、それを手に入れてください。この精神的な所有権を保持し、それが本物であるという信念を一瞬たりとも揺るがないようにしてください。そして、前の章で感謝について述べたことを思い出してください。それが形になった時に期待するのと同じくらい、常に感謝の気持ちを持ち続けてください。まだ想像の中でしか所有していないものについて、心から神に感謝できる人は、本当の信念を持っています。そういう人は金持ちになり、望むものは何でも想像できるでしょう。欲しいもののために何度も祈る必要はありません。そのことを毎日、神に話す必要はありません。異教徒のように無駄に繰り返してはならないとイエスは弟子たちに言いました。あなた方の父なる神は、あなた方が求める前から、これらのものを必要としていることを知っているからです。あなたの役割は、より大きな人生を実現するための自分の願望を知的にまとめ、それらの願望を一貫した全体像に整理することです。そして、この願望の全体像を形のない物質に印象づけることです。形ない物質は、あなたが望むものをもたらす力と意志を持っているのです。この印象づけは、言葉の羅列を繰り返すことではありません。
それを達成するという揺るぎない目的を持った上でビジョンを描き、それを達成するという確固たる信念を持ってそれを成し遂げるのです。祈りの答えは、話している時の信念に応じてではなく、働いている時の信念に応じて決まります。自分の望みを神に伝えるために特別な安息日を設けておき、週の残りの期間に神のことを忘れていては、神の心を動かすことはできません。クローゼットに入って祈るための特別な時間を設けても、再び祈りの時間が来るまでそのことを頭から消し去っていては、神に感動を与えることはできないのです。口頭での祈りは十分に効果があり、特に自分自身に対してビジョンを明確にし、信念を強める効果があります。しかし、口先だけの祈りでは、欲しいものは手に入りません。金持ちになるために必要なのは、甘い祈りの時間ではなく、絶え間ない祈りなのです。祈りとは、自分のビジョンをしっかりと持ち続けることであり、そのビジョンを確かな形に作り上げるという目的と、そうしているという信念を持つことです。あなたたちはそれを受け取ると信じてください。自分のビジョンを明確に形作ったら、問題はすべて受け取り方にかかっています。ビジョンが描けたら、口頭で明言するのが良いでしょう。最高の祈りで、至高のものに語りかけるのです。その瞬間から、あなたは自分が求めたものを受け取らなければなりません。新しい家に住み、上等な服を着て、自動車に乗り、旅に出て、自信を持ってより大きな旅の計画を立てましょう。あなたが要求したすべてのことを、実際に現在、所有している状態に置き換えて話してください。自分が望む通りの環境や経済状況を想像し、その想像上の環境や経済状況の中で常に生活してください。ただし、単なる無双化やファンタジーとしてこれを行うわけではなく、想像が実現するという信念と、それを実現するという目的を持ち続けることに留意してください。科学者と無双化の違いを生むのは、想像力を使う信念と目的であることを忘れないでください。そしてこの事実を学んだなら、辞書であなたは意志の正しい使い方を学ばなければなりません。第9章、意志の使い方。科学的な方法でお金持ちになるためには、自分の意志の力を自分以外のものに適用しようとする必要はありません。とにかく、あなたにはそうする権利はありません。自分がしてほしいことをしてもらうために、自分の意志を他の男性や女性に当てはめるのは間違いです。肉体的な力で人々を強制するのと同じように、精神的な力で人々を強制することは間違っています。物理的な力で人々を強制的に働かせると奴隷制に陥るのであれば、精神的な手段で強制しても全く同じことになってしまいます。方法が異なるだけです。物理的な力で人から物を奪うのが強盗なら、精神的な力で物を奪うのも強盗です。原理的には違いはありません。あなたには、たとえその人自身の利益のためであっても、自分の意志の力を他人に行使する権利はありません。何が彼の利益となるか、あなたにはわからないからです。金持ちになるための科学では、いかなる形であれ、他の人に権力や強制力を加える必要はありません。そうする必要性は少しもありません。実際、自分の意思を他人に利用しようとする試みは、自分の目的を損なうだけです。物事を強制的に自分のもとに引き寄せるために、自分の意思を適用する必要はありません。それは単に神を強要しようとしているだけであり、愚かで無益であり、無礼です。自分の意志の力で太陽を昇らせるのと同じように、神に良いものを与えるよう強制する必要はありません。自分の意志の力で都合の悪い神を従わせたり、頑固で反抗的な勢力を自分の言いなりにさせたりする必要はありません。物質はあなたに友好的であり、あなたに望むものを与えることを、あなたがそれを手に入れること以上に待ち望んでいます。お金持ちになるために必要なのは、自分の意志の力を自分自身に行使することだけです。何を考え、
何をすべきかが分かったら、正しいことを考え、正しいことをするよう自分に強制するために意志を使わなければなりません。それこそが望むものを手に入れるための意志の正当な使用法であり、自分自身を正しい道へと導くために意志を使うことなのです。自分の意志を使って自分自身を正しい道へ導かせるのです。自分の意志、思考、精神を空間に投影して、物や人に対して働きかけようとしないでください。あなたの心はあなたの中に留めてください。そこでは他の場所よりも多くのことを達成できるでしょう。精神を使って自分が望むものの精神的なイメージを形成し、信念と目的を持ってそのビジョンを保持してください。そして自分の意志を使って心を正しい方向に働かせてください。あなたの信念と目的がより安定して継続的であればあるほど、あなたはより早く金持ちになります。なぜなら、あなたは物質に対してポジティブな印象しか抱かないからです。そして、否定的な印象によってそれらを中和したり相殺したりしないでください。信念と目的を持って抱いているあなたの願望のイメージは、形のないものに取り込まれ、遥か遠くまで、私の知る限りでは、宇宙全体に浸透していきます。このイメージが広がるにつれて、すべてのものがその実現に向けて動き始めます。すべての生き物、すべての無生物、そしてまだ想像されていないものは、あなたが望むものを生み出すためにかきたてられています。すべての力がその方向に働き始めます。すべてのものがあなたに向かって動き始めます。どこにいても、人々の心は、あなたの願望を満たすために必要なことをする方向に影響を受けています。そしてそれらは無意識のうちにあなたのために働いています。しかし、形のない物質に否定的な印象付けをすることで、これらすべてを確認できます。信念と目的があなたに向かって動き始めるのと同じくらい、疑いや不信仰はあなたから遠ざかる動きを始めるのは確実です。精神科学を利用して金持ちになろうとするほとんどの人が失敗するのは、このことを理解していないためです。あなたが疑いや恐怖に注意を払うことに費やすすべての時間と瞬間、あなたが心配に費やすすべての時間、あなたの魂が不信仰に取りつかれているすべての時間は、知的な物質の領域全体に流れをあなたから遠ざけます。すべての約束は信じる者に対してだけ与えられます。イエスがこの点についてどれほど固執したか、その理由に注目してください。信念がすべて重要である以上、自分の考えを守ることは当然のことです。そして、あなたの信念は、あなたが観察したり考えたりすることによって大きく形成されるので、注意を払うことが重要です。自分の注意をどのようなことに向けるかを決めるのは、自分の意思です。金持ちになりたければ、貧困について研究してはなりません。物事は、その反対のことを考えることによってもたらされることはありません。健康は、病気を研究したり、病気について考えたりすることでは、決して得られません。正義は、罪を学び、罪について考えることによって促進されるものではありません。そして、貧困を研究し、貧困について考えて金持ちになった人は誰もいません。病気の科学としての医学は、病気を増加させました。罪の科学としての宗教は罪を助長し、貧困の研究としての経済学は、世界を悲惨さと欠乏で満たすことになるでしょう。貧困について話してはいけません。それについて調べたり、気にしたりしないでください。その原因が何であるかは気にしないでください。あなたはそれらとは何の関係もありません。あなたにとって重要なのは治療法です。慈善活動や慈善運動に時間を費やさないでください。すべての慈善活動は、それを根絶しようとしている悲惨さを永続させる傾向があるだけなのです。私は、あなたが強情になったり不親切になったり、困窮の叫びを聞くのを拒否すべきだと言っているのではありません。しかし、ありきたりの方法で貧困を撲滅しようとしてはいけません。貧困を忘れ、
貧困に関係するすべてのことを忘れて、良いことをするのです。金持ちになること。それが貧しい人々を助ける最善の方法です。また、頭の中を貧困のイメージで満たしていては、自分が裕福になれるという心のイメージを抱くことはできません。長屋住まいの悲惨さ、児童労働の恐ろしさなどの状況を説明する本や論文を読まないでください。欠乏や苦しみの暗いイメージで心をいっぱいにするようなものは読まないでください。これらのことを知っていても、貧しい人々を少しも助けることはできません。そして、それらに関する知識が広く普及したからといって、貧困がなくなるわけでは全くありません。貧困をなくす傾向にあるのは、貧困のイメージを心に植え付けることではなく、富のイメージを貧しい人々の心に植え付けることです。あなたの心が悲惨な状況のイメージで満たされることを拒否したとしても、あなたはその悲惨な状況にある貧しい人々を見捨てることにはなりません。貧困をなくすことができるのは、貧困について考える裕福な人々の数を増やすことではなく、金持ちになるために信念を持って願う貧しい人々を増やすことなのです。貧しい人には慈善活動は必要ありません。彼らにはインスピレーションが必要なのです。慈善活動は、悲惨な状況の中で生き延びるためにパンを送ったり、1、2時間忘れさせるための娯楽を与えたりするだけです。しかし、インスピレーションが彼らを悲惨な状態から立ち上がらせるでしょう。貧しい人々を助けたいなら、彼らが金持ちになれることを彼らに証明してください。自分自身が金持ちになることで、それを証明してください。貧困をこの世から追放する唯一の方法は、この本の教えを実践する人々が増え続けることです。人々は競争ではなく、創造によって豊かになるように教えられなければなりません。競争によって金持ちになる人は皆、自分が登るはしごを後ろに投げ捨て、他の人を押し下げようとします。しかし、創造によって富を得た人は皆、何千人もの人々に自分に従う道を開き、彼らにそうするよう鼓舞します。貧困に同情したり、貧困を見たり、貧困について読んだり、貧困について考えたり話したり、あるいは貧困について語る人の話を聞くことを拒否したとしても、それは、あなたの無情や冷酷な性格を示しているわけではありません。意志の力を使って、心を貧困の話題から遠ざけ、信念と目的を持って自分が望むもののビジョンに心を固定し続けてください。第10章、意志のさらなる利用。実在のものであろうと想像上のものであろうと、対立するイメージにばかり目を向けていては、富についての真の明確なビジョンを持ち続けることはできません。過去に経済的な問題があったとしても、そのことを話さないでください。一切考えないでください。両親の貧しさや幼少期の苦労話はしないでください。このようなことをすることは、当分の間、自分を精神的に貧しい人々と一緒にすることであり、それは物事があなたの方に進むのを妨げることになるでしょう。イエスが言われたように、死者は死者に埋葬させよ、なのです。貧困と貧困に関連するすべてのことを完全に忘れてください。あなたは宇宙の特定の理論が正しいと受け入れ、その理論が正しいことに幸福への希望を託しています。相反する理論に耳を傾けて、何を得られるというのでしょうか。世界が間もなく終焉を迎えるという宗教的な本を読まないでください。また、世界は悪魔のもとへ行くのだと説く、愚か者や悲観的な哲学者の著作を読まないでください。世界は悪魔のもとに向かっているわけではありません。神のもとへ行くのです。それは素晴らしい成り行きです。確かに、現在の状況には、不愉快なことがたくさんあるかもしれません。しかし、それらが確実に過ぎ去ろうとしているときに、それを研究することに何の意味があるのでしょうか。進化の過程によって取り除かれつつあるものに、なぜ時間と注意を払うのでしょうか。進化の成長を促進することでしか、その取り除くことを早めることができないのに、特定の国、地域、場所の状況がどれほどひどいように見えても、
それを考えることで時間を無駄にし、自分自身のチャンスを台無しにすることになります。あなたは世界が豊かになることに興味を持つべきです。世界が貧困から脱却する代わりに豊かになりつつあることを考えてください。そして世界が豊かになるのを手助けできる唯一の方法は、競争的な方法ではなく創造的な方法を通して自分自身が豊かになることであることを心に留めておいてください。富に完全に注意を向けてください。貧困を無視してください。貧しい人々について考えたり話したりするときは、彼らを金持ちになりつつある人々として憐れむのではなく祝福されるべきものとして考え話してください。そうすれば彼らも他の人たちもインスピレーションを受け取り、出口を探し始めるのです。時間や心や思考のすべてをお金持ちに捧げなさいと言ったからといって不潔になったり卑屈になったりするわけではありません。本当に金持ちになることは人生で抱くことのできる最も崇高な目標であり、それこそが他のすべてのことを満たしているからです。競争の面では、金持ちになるための闘争は他の人々に対する権力をめぐる神をも恐れぬ争いです。しかし創造的な思考に入るとすべてが変わります。偉大さと魂の発展、奉仕と崇高な努力の面で可能なことはすべて金持ちになることによって得られるものです。すべては物を使うことで可能になるからです。もしあなたが肉体的な健康に欠けていたら、それを得るには金持ちになることが条件であることがわかるでしょう。経済的な不安から解放され、不自由のない生活を送り、衛生的な環境を持っている人だけが健康を手に入れ、維持することができます。道徳的、精神的な偉大さは、生存競争の上位にいる者にのみ得られるものです。そして、創造的思考の面で豊かになっている人だけが、競争の悪影響から解放されるのです。あなたが家庭内での幸せに心を向けているなら、洗練され、高いレベルの思考があり、堕落させるような影響から解放された場所で、愛が最も育まれることを覚えておいてください。そしてこれらは、争いや競争のない創造的な思考の実践によって富が得られる場合にのみ見出されるのです。繰り返しますが、金持ちになることほど偉大で崇高な目標はありません。そしてビジョンを暗くしたり覆い隠したりする可能性のあるものをすべて排除して、自分の心の中の富のイメージに注意を集中しなければなりません。あなたはすべての物事の根底にある真実を見ることを学ばなければなりません。一見すべてが悪いように見える状況の下でも、より豊かな表現とより完全な幸福に向かって前進し続ける素晴らしい人生に目を向けなければなりません。貧困などというものは存在せず、あるのは富だけだということが真実です。一部の人々が貧困の中にとどまっているのは、自分たちのために富があるという事実を知らないからです。このような人々には、あなた自身が豊かさへの道を示し、実践することによって、最もよく教えることができます。他の人々が貧しいのは、出口があると感じながらも、知恵を絞らず、その道を見つけて旅をするのに必要な精神的努力を払えないからです。このような人々にできる最善のことは、正しく豊かになることで得られる幸福を見せて、彼らの欲求を刺激することです。科学についてある程度の概念は持っているものの、哲学的な理論やオカルト的な思想の迷路にはまり込んでしまい、どの道を選べばよいのかわからなくなってしまったために、貧しくなってしまった人々もいます。彼らはさまざまな理論を組み合わせて試してみますが、すべて失敗します。繰り返しになりますが、このような人々には、やはり、あなた自身が正しい道を示し、実践することが一番です。1オンスの行動は1ポンドの理論に値するのです。あなたが全世界のためにできる最善のことは、自分自身を最大限に活用することです。金持ちになることほど、神と人類に効果的に奉仕できることはありません。ただし、
競争的な方法ではなく、創造的な方法で金持ちになる場合に限ります。もう一つ、この本には、お金持ちになるための科学の原則が詳しく書かれています。それが本当なら、このテーマに関する他の本を読む必要はありません。これは自慢に聞こえるかもしれませんが、考えてみてください。数学において、足し算、引き算、掛け算、割り算以上に科学的な計算方法はありません。それ以外の方法はありません。2点間の最短距離は一つしかありません。科学的に考える方法は一つしかなく、それは最も直線的で単純なルートでゴールにたどり着く方法で考えることです。この本で説明したものよりも簡潔で複雑ではないシステムを考案した人はまだいません。本質的でないものはすべて取り除かれています。これに着手するときは、他のものはすべてを脇に置き、完全に頭から追い出してください。毎日この本を読み、手元に置き、記憶に留め、他のシステムや理論については考えないでください。もし、あなたが他のシステムや理論を考えたら、疑いを持ち始め、自分の考えに確信が持てなくなり、揺らぐようになるでしょう。そして失敗を繰り返すようになるでしょう。成功して金持ちになった後は、好きなだけ他のシステムを研究しても結構です。しかし、自分が望むものを手に入れたと確信するまでは、序文にある著者以外、この系統の本は読まないようにしてください。そして、世界のニュースについて最も楽観的で、あなたのイメージと調和するコメントだけを読んでください。また、オカルトの研究も先送りにしてください。神知学やスピリチュアリズム、あるいはそれに類する学問に手を出さないでください。オカルト的に言えば、死者がまだ生きていて、近くにいる可能性があるかもしれません。しかし、もしそうであっても放っておいてください。余計なお世話なのです。死者の霊がどこにいようと、彼らには自分のやるべき仕事があり、解決すべき問題があります。私たちは彼らに干渉する権利はありません。私たちには彼らを助けることはできませんし、彼らが私たちを助けることができるかどうかもわかりません。あるいは彼らの時間を侵害する権利が私たちにあるかどうかも疑わしいです。死者や死後の世界のことは放っておいて、自分の問題を解決し、豊かになるのです。オカルトに手を出せば、精神的な混乱が始まり、確実にあなたの希望は破滅するでしょう。さて、この章と前の章で、次のような基本的な事実を述べました。万物が作られる元となる思考物質があり、それはオリジナルの状態で宇宙の隙間に浸透し、貫通し、満たされています。思考は、この物質の中で、その思考によってイメージされたものを生み出します。人間は思考の中でものを形成することができ、また、自分の思考を形のない物質に印象づけることによって、自分が考えているものを想像することができます。これを行うためには、人は競争心から創造的な心へ移行しなければなりません。自分が望むものについての明確なイメージを頭の中で形成し、自分が望むものを手に入れるという確固たる目的と、自分が望むものを確実に手に入れるという揺るぎない信念を持って、このイメージを頭の中に留めなければなりません。その目的を揺さぶったり、視界を曇らせたり、信念をくじこうとする、あらゆるものに対しては心を閉ざさなければなりません。そして、これらに加えて、特定の方法で生き、行動しなければならないことを理解しなければなりません。第11章、特定の方法で行動する。思考は創造的な力であり、創造的な力を働かせる原動力です。特定の方法で考えることはあなたに富をもたらしますが、個人の行動に注意を払わず、思考だけに頼ってはいけません。思考と個人的な行動を結びつけることができないという状況は、多くの科学的、哲学的な思想家が行き詰まる壁のようなものです。仮にそのようなことが可能であったとしても、人間が自然のプロセスや人間の手による作業なしに、
形のない物質から直接想像できるような発展段階にはまだ到達していません。人間は考えるだけでなく、個人的な行動が思考を補わなければなりません。思考によって山奥の黄金を自分の方へ向かわせることができます。しかし、ただ考えているだけで、それらが自ら採掘し、自ら生成し、自ら相当のワシのコインを作り、あなたのポケットに入るまで道路に沿って転がってくることはありません。実際は、思考の精神の推進力によって、誰かがあなたのために金を採掘するように、導かれるように他人の仕事が調整されます。他の人々の商取引を経て、金があなたのところに運ばれるように導かれるでしょう。そしてあなたは、金が自分のところに来た時にそれを受け取ることができるように、自分自身の仕事を手配しなければなりません。あなたの思考は、あなたが望むものをもたらすために、生物であろうと無生物であろうと、すべてのものを働かせます。しかし、あなたの個人的な活動は、欲しいものが届いた時に正しく受け取ることができるようなものでなければなりません。それを施しとして受け取ったり、盗んだりしてはなりません。あなたはすべての人に、その人があなたに与える現金以上の価値を与えなければならないのです。思考を科学的に利用するということは、自分が望むものについて、明確で鮮明な精神的イメージを形成することにあります。欲しいものを手に入れるという目的をしっかりと持ち続けること。そして、感謝の気持ちを持って、自分が望むものは必ず手に入るということを理解することです。自分の思考を神秘的かつ、オカルト的な方法で投影して、自分の手の届かないところで何とかしてもらおうとしてはいけません。それは無駄な努力であり、正気で考える力を弱めてしまいます。金持ちになるための思考の作用については、前の章で十分に説明されています。あなたの信念と目的は、形のない物質にあなたのビジョンを積極的に印象づけます。形のない物質は、あなたが持っているより多くの生命への同じ願望を持っています。そして、あなたから受け取ったこのビジョンは、すべての創造的な力を普段の活動経路の中で働かせますが、その方向はあなたに向けられています。創造的なプロセスを指導したり監督したりするのは、あなたの役割ではありません。あなたがすべきことは、ビジョンを保ち、目的を貫き、信念と感謝の気持ちを持ち続けることです。しかしあなたは、自分のものになるものが来たとき、自分のものにすることができるように、特定の方法で行動しなければなりません。そうすることで、自分のイメージにあるものを見つけて、到着したら適切な場所に設置することができます。この真実はすぐにわかります。物があなたに届くとき、それは他人の手から渡され、彼らはそれに相当するものを要求するでしょう。そして、自分のものを相手に与えることによってのみ、自分のものを手に入れることができるのです。あなたの手帳が、あなたの努力なしに、常にお金でいっぱいになる幸運の女神の財布に変わるわけではありません。これは、金持ちになるための科学における重要なポイントです。思考と個人的な行動を組み合わせなければならないのです。意識的か無意識的かにかかわらず、欲望の強さと持続性によって創造的な力を働かせている人はたくさんいます。しかし、貧しいままなのは、欲しいものが来た時に、それを受け取るための準備をしていないからなのです。思考によって、あなたが望むものがもたらされ、行動によってそれを受け取れるのです。あなたの行動がどのようなものであれ、今、行動しなければならないことは明らかです。過去に基づいて行動することはできません。心のビジョンを明確にするためには、過去を頭から追い払うことが不可欠です。未来はまだ存在していないので、未来に向かって行動することはできません。そして、将来の不測の事態が起こった時に自分がどう行動するかは、その不測の事態が到来するまでは分かりません。今、あなたが適切なビジネスや環境にいないからといって、適切なビジネスや環境に身を置くまで行動を延期しなければならないとは考えないでください。そして、
将来起こりうる緊急事態における最善の策を考えるために、現在に時間を費やさないでください。緊急事態が到来した時に、自分の能力を信じてください。未来のことを考えながら現在で行動をすると、現在の行動は分裂した心で行うことになってしまい、効果は得られません。現在の行動に全神経を注ぎましょう。オリジナルの物質に創造的な衝動を与えて、座って結果を待つのではありません。それでは、決して手に入れることはできません。今すぐ行動してください。今しか時間は決してありませんし、今以外の時間はこれからもありません。もし、あなたが望むものを受け取る準備を始めようとするなら、今すぐ始めなければなりません。そして、あなたの行動は、それが何であれ、あなたの現在の事業や仕事に関するものである可能性が高く、現在の環境にいる人や物事に対して行われなければなりません。自分がいない場所では行動することはできません。これまでいた場所で行動することはできませんし、これから行く場所でも行動することはできません。自分が今いる場所でしか行動できないのです。昨日の仕事がうまくいったか、うまくいかなかったかを気にするのではなく、今日の仕事をうまくやってください。明日の仕事を今すぐやろうとしないでください。その時になれば、それを行う時間は十分にあります。オカルト的、または神秘的な手段によって、手の届かない人や物に行動を起こそうとしないでください。環境が変わるのを待ってから行動するのではなく、行動によって環境を変えてください。あなたは、より良い環境に自分を移すために、今いる環境に基づいて行動することができます。信念と目的を持って、より良い環境での自分のビジョンを持ち続けてください。しかし、現在の環境に対して、心を尽くし、力を尽くし、精神を尽くして行動してください。空想やファンタジーに時間を費やさないでください。自分が望むものについての一つのビジョンを持ち、今すぐ行動してください。金持ちになるための第一歩として、何か新しいこと、奇妙なこと、変わったこと、目を見張るような行動を求めないでください。少なくとも今後しばらくの間は、あなたの行動は過去に行ってきたものと同じになるでしょう。しかし、あなたは今すぐ、確実に金持ちになれる特定の方法で、これらの行動を始めるのです。何らかのビジネスについていて、それが自分には適していないと感じた場合は、適切なビジネスに携わるまで、待ってから行動を開始しないでください。自分が間違っているからといって落胆したり、座って嘆いたりしないでください。見当違いの場所にいた人だからこそ、適切な場所を見つけることができます。間違ったビジネスに関わったからこそ、正しい事業に就くことができるようになるのです。適切なビジネスに携わる自分のビジョンを持ち、そのビジネスに参入するという目的を持ち、必ずそのビジネスに参入できるという信念を持ってください。しかし、現在のビジネスで行動してください。現在のビジネスを、より良いビジネスに就くための手段として使い、現在の環境を、より良いビジネスに就くための手段として使ってください。もし信念と目的を持っていれば、正しいビジネスに対するあなたのビジョンは、思考のものが正しいビジネスをあなたに向けて動かしてくれるでしょう。そして、あなたの行動が確実な方法で実行された場合、あなたを正しいビジネスに向かわせることになるでしょう。あなたが会社員や給与所得者で、欲しいものを手に入れるためには職場を変えなければならないと感じている場合は、自分の考えを空間に投影し、それを頼りに別の仕事を見つけてはなりません。おそらくそれは失敗するでしょう。今ある仕事に信念と目的を持って取り組みながら、望む仕事についている自分のビジョンを持ち続ければ、必ずや望む仕事を手に入れることができるでしょう。あなたのビジョンと信念が、それをあなたにもたらす創造的な力を動かし、あなたの行動が、あなた自身を取り巻く環境の力を、あなたが望む場所へと向かわせるのです。この章の終わりに、もう一つの文章を行動計画に追加します。
万物が作られる元となる思考物質があり、それはそのままの状態で宇宙の感激に浸透し、貫通し、充満している。思考は、この物質の中で、その思考によってイメージされたものを生み出します。人間は思考の中で物を形成することができ、また、自分の考えを形のない物質に印象づけることによって、考えている物事を想像することができます。これを行うためには、人は競争心から創造的な心へ移行しなければなりません。自分が望むものについての明確なイメージを頭の中で形成し、自分が望むものを手に入れるという固定された目的と、自分が望むものを確実に手に入れるという揺るぎない信念とともに自分の思考に留めておきます。そして、自分の目的を揺るがしたり、視野を曇らせたり、信念を曇らせたりするようなあらゆるものに対して心を閉ざします。欲しいものが来た時にそれを受け取るために、人間は今、自分の現在の環境にいる人々や物事に対して行動しなければなりません。第12章、効率的な行動。前の章で指示されたように自分の思考を働かせ、自分がいる場所でできることを始めなければなりません。そして、自分がいる場所でできることはすべてやらなければなりません。あなたは、今いるポジションよりも大きくなることによってのみ、前進することができます。そして、その場所に関する仕事を何もせずに放置するような人は、自分の現在地よりも大きな人間にはなれません。世界は、現在の地位を十分に満たす人々によってのみ前進します。もし、誰もが今の地位を完全に満たすことができなければ、すべてにおいて後退しているに違いありません。現在の地位を十分に満たしていない人々は、社会、政府、商業、産業にとって重荷となっています。そういった人たちは、莫大な犠牲を払って他者に運ばれなければなりません。世界の進歩が遅れるのは、自分の地位を満たさない人たちのせいです。彼らは前の時代に属し、生活レベルは低所得、または中所得に属しており、退化する傾向があります。すべての人が自分の立場より小さかったら、どんな社会も進歩することはできません。社会の進化は、肉体的及び精神的な進化の法則によって導かれます。動物の世界では、進化は生命の過剰によって引き起こされます。生物がその次元の機能で表現しきれないほどの生命力を持つと、より高次元の器官が発達し、新しい種が誕生します。その場所を十分に満たす生物がいなかったら、新種は決して存在しなかったでしょう。この法則はあなたにとっても全く同じです。あなたが金持ちになれるかどうかは、この原則を自分自身のことに適用できるかどうかにかかっています。毎日が成功した日か、失敗した日のどちらかです。そして、成功した日こそ、あなたが望むものを手に入れることができるのです。毎日が失敗であれば、決してお金持ちになることはできません。一方、毎日が成功していれば、金持ちになれるはずです。今日できるかもしれないことがあったのに、それをしなかったとしたら、そのことに関しては、あなたは失敗したことになります。その結果は、あなたが想像している以上に悲惨なものになるかもしれません。最も些細な行為でさえ結果を予測することはできません。自分のために動いているすべての力の働きを知ることもできません。あなたが何か簡単な行動をとるかどうかに、多くのことがかかっているかもしれません。それは、非常に大きな可能性へのチャンスの扉を開くことなのかもしれません。あなたは、思考の知性が物事の世界や人間関係において、あなたのために作っている組み合わせをすべて知ることはできません。小さなことを怠ったり、失敗したりすると、欲しいものを手に入れるのが大幅に遅れてしまう可能性があります。毎日、その日にできることをすべてやりましょう。ただし、上記には考慮しなければならない制限や資格があります。過労は禁物です。可能な限り短時間で、可能な限り多くのことをこなそうとして、闇雲に仕事に突進したりしてはなりません。明日の仕事を今日やろうとしたり、
1週間分の仕事を1日でやろうとしたりしてはいけません。実際に重要なのは、行うことの数ではなく、一つ一つの行動の効率です。あらゆる行為はそれ自体、成功か失敗のどちらかです。あらゆる行為はそれ自体、効率的であるか、非効率的です。非効率な行為はすべて失敗であり、非効率な行為に人生を費やすなら、人生全体が失敗になるでしょう。すべての行為が非効率的なものであれば、やるべきことが多ければ多いほど、あなたにとって悪影響を及ぼします。一方で、あらゆる効率的な行為はそれ自体で成功します。人生のすべての行為が効率的であれば、人生全体が成功に違いないでしょう。失敗の原因は、非効率的なやり方で多くのことをしすぎること、そして効率的なやり方で十分なことをしないことです。非効率な行為を一切行わず、効率的な行為を十分な数だけ行えば、お金持ちになれるというのは、当然のことであることがわかるでしょう。ここで、もしそれぞれの行為を効率的なものにできれば、富を得ることは数学のように厳密な科学になることがわかるでしょう。問題は、一つ一つの行為を成功させることができるかどうかにかかっています。そして、これは間違いなくできます。すべての力があなたと共に働いており、すべての力が失敗することはありません。力はあなたのためにあります。そして、それぞれの行為を効率的にするには、それに力を注ぐだけで十分です。すべての行動は、強いか、弱いかのどちらかです。そして、すべての行動が強いとき、あなたは金持ちになれる特定の方法で行動していることになります。あらゆる行為は、それを行っている間、ビジョンを持ち、信念と目的のすべての力をそこに注ぐことによって、強く効率的にすることができます。精神的な力と個人的な行動を切り離して考える人は、この時点で失敗です。こういった人は、ある時、ある場所で精神の力を使い、別の場所、別の時に行動します。だから、彼らのその行動は成功しません。それらが多すぎると非効率的になります。しかし、あらゆる行為に全力を注ぐならば、それがどれほどありふれたものであっても、すべての行為はそれ自体で成功するでしょう。そして物事の性質上、すべての成功が他の成功への道を開くので、あなたが望むものへの進歩、そしてあなた自身の進歩はますます早くなります。成功する行動は、その結果に累積されるということを忘れないでください。より多くの生命を求める欲求は万物に内在しているので、人間がより大きな生命に向かって動き始めると、より多くのものが彼に取り付き、彼の欲求の影響力は倍増します。毎日、その日にできることをすべて実行し、それぞれの行為を効率的に行います。どんなに些細なことであれ、あるいはありふれたことであれ、一つ一つの行為を行っている間は、ビジョンを保持しなければならないと言っているのは、常にビジョンを細部に至るまで明確に見ることが必要だと言っているわけではありません。ビジョンの詳細について想像力を働かせ、それが記憶にしっかりと定着するまで熟考するのは、空いた時間の仕事であるべきです。すぐに結果を出したい場合は、空いた時間のほぼすべてをこの練習に費やしてください。継続的に熟考することによって、細部に至るまで、あなたが望むもののイメージを得ることができるでしょう。あなたの心にしっかりと固定され、形ないものの心に完全に移されるのです。仕事中は頭の中でそのイメージを想像するだけで、あなたの信念と目的を刺激することができます。自分の信念と目的を刺激し、最善の努力を引き起こすのです。意識がそのイメージで満たされ、即座にイメージを把握できるようになるまで、空いた時間に自分のイメージについてじっくり考えてください。あなたはその明るい約束にとても夢中になり、それを考えるだけであなたの全存在の最強のエネルギーが呼び出されるでしょう。もう一度、行動計画を繰り返し、結びの文章を少し変更することで、
今、到達した点を確認しましょう。万物が作られる元となる思考物質があり、それはそのままの状態で宇宙の間隙に浸透し、貫通し、充満している。思考は、この物質の中で、その思考によってイメージされたものを生み出します。人間は思考の中でものを形成することができ、また、自分の考えを形のない物質に印象づけることによって、考えている物事を想像することができます。これを行うためには、人は競争心から創造的な心へ移行しなければなりません。自分が望むものについての明確なイメージを頭の中で形成し、信念と目的を持って実行しなければなりません。そして、毎日できることをすべて、一つ一つのことを効率的に行います。第13章、適切なビジネスに参入する。どのようなビジネスにおいても、成功はそのビジネスに必要とされる能力を十分に開花された状態で備えているかどうかにかかっています。優れた音楽の能力がなければ、音楽教師として成功することはできません。発達した機械的な能力がなければ、機械の分野で大きな成功を収めることはできません。起点と商業的な能力がなければ、誰も商売で成功することはできません。しかし、特定の職業に必要な才能が十分に開花した状態で持っているからといって、金持ちになることが保証されるわけではありません。素晴らしい才能を持ちながらも貧しいままの音楽家もいます。優れた機械的な能力を持ちながら、金持ちになれない鍛冶屋や大工などもいます。商人の中には、人を相手にする優れた才能を持っているにもかかわらず、失敗する人もいます。さまざまな能力は道具です。優れた道具を使用することは不可欠ですが、道具を正しい方法で使用することもまた不可欠です。ある人は、鋭いノコギリ、四角い角材、優れたカンナなどを使って立派な家具を作ることができます。別の人が同じ道具を使用してその家具を複製する作業に取り掛かることはできますが、彼の作成は失敗に終わるでしょう。彼は良い道具を効果的に使用する方法を知らないのです。あなたの心のさまざまな能力はあなたを豊かにする仕事の道具です。心の道具を十分に備えているビジネスに参入すると成功しやすくなります。一般的に言えば、自分の最も得意とする能力を活かせるビジネス、つまり自分が生まれながらにして最も適しているビジネスで最もうまくいきます。しかし、この言葉にも限界があります。自分の天職が生まれつきの才能によって絶対に決まっていると考えるべきではありません。どのようなビジネスでも金持ちになることができます。その分野に適した才能がなくても、その才能を伸ばすことはできるからです。それは単に、生まれながらに持っている道具の使用に限定されるのではなく、自分の道具を作り続ける必要があることを意味します。すでに、才能を持っている職業の方が成功しやすいでしょう。しかし、あなたはどんな職業でも成功することができます。なぜなら、どんな初歩的な才能でも伸ばすことができるからであり、少なくとも初歩的な才能がない人はいないからです。自分に最も適したことをすれば、努力の点では最も簡単に金持ちになれます。しかし、自分がやりたいことをやれば、最も満足のいくお金持ちになれるでしょう。やりたいことをやるのが人生です。好きでもないことをいつまでもやらなければならず、やりたいこともできないのでは、生きていることに本当の満足感はないでしょう。そして、あなたがやりたいことは必ず実現できます。それをやりたいという願望は、それを実現する力が自分の中に持っているという証拠です。願望は力の表れです。音楽を演奏したいという欲求は、音楽を演奏できる力が表現と発展を求めているのであり、機械装置を発明したいという欲求は、機械的な才能が表現と発展を求めているのです。発達しているか未発達であるかに関係なく、何かを行うための力がない場合、そのことをしたいという願望は決して生まれません。そして、何かをしたいという強い願望がある場合、
それを行う力が強いという確かな証拠であり、正しい方法で開発され、適用される必要があるだけです。他のすべての条件が同じであれば、最も優れた才能を持っているビジネスを選択するのが最善です。しかし、もしあなたが特定の仕事に従事したいと強く望むのであれば、その仕事を最終的な目標として選択すべきです。自分のしたいことをするのは自由であり、最も親しみやすく楽しい仕事や職業に就くのは権利であり、特権です。やりたくないことをやる義務はありませんし、やりたいことをやるための手段としてでなければ、やるべきではありません。過去の過ちの結果として、望ましくないビジネスや環境に身を置くことになった場合は、しばらくの間、やりたくないことをやらざるを得ないかもしれません。しかし、それによって自分がやりたいことを実現できるようになる、ということを知ることで、それを楽しくすることができます。転職についていないと感じる場合でも、別の職業に就こうと焦って行動しないでください。一般的に、ビジネスや環境を変える最善の方法は、成長することです。機会が与えられ、慎重に検討した結果、それが適切な機会であると感じた場合は、突然かつ急激な変化を起こすことを恐れてはいけません。ただし、それが賢明であるかどうか疑問がある場合は、決して突然または急激な行動を取らないでください。創造的な面では決して急ぐ必要はありません。そして、機会が不足することはありません。競争心から抜け出せば、決して急いで行動する必要がないことが理解できるでしょう。あなたがやりたいことに関しては、他の誰にも先を越されることはありません。すべての人のために十分なものがあるのです。一つの場所が取られても、少し先により良い別の場所が開かれます。時間はたっぷりあります。迷った時は待ちましょう。自分のビジョンの実行に立ち戻り、信念と目的を高めてください。そして、迷ったり優柔不断な時は、ぜひ感謝の気持ちを育んでください。1日か2日かけて、自分が望むもののビジョンをよく考え、それを手に入れつつあることに心から感謝することに費やせば、あなたの心は思考のものと密接な関係になり、行動するときに間違いを犯すことはなくなるでしょう。意識は、知るべきことをすべて知っています。もしあなたが深い感謝の念を持っていれば、信念と人生を前進させる目的によって、この意識と一体化することができます。間違いは、性急に行動したり、恐れや疑念を抱いて行動したり、正しい目的を忘れたりすることから生じます。正しい道を進んでいけば、チャンスはどんどんやってくるでしょう。そして、自分の信念と目的をしっかりと貫き、謙虚な感謝の念を持って、すべての意識との密接なつながりを保つ必要があるでしょう。毎日、自分にできることすべてを完璧にこなしてください。急いだり、心配したり、恐れたりせずに実行してください。できるだけ早く進んでください。しかし、決して急がないでください。急ぎ始めた瞬間、あなたは創造者ではなくなり、競争者になってしまうことを忘れないでください。あなたは再び古い次元に戻ってしまいます。急いでいる自分に気づいたら、いつでも立ち止まり、欲しいものの心のイメージに注意を向けて、それが手に入ることに感謝してください。感謝の気持ちを実践することは、あなたの信念を強化し、あなたの目的をリニューアルすることになるのです。第14章、増加の印象。職業を変えるかどうかにかかわらず、現時点でのあなたの行動は、現在携わっているビジネスに関連したものでなければなりません。すでに定着しているビジネスを積極的に活用、日々の仕事を特定の方法で行うことによって、することで、希望するビジネスに参入できます。そして、あなたの仕事が直接的であれ、文書によるものであれ、他人とのやり取りである限り、あなたのあらゆる努力の鍵となるのは、彼らの心に増加の印象を伝えることでなければなりません。増加とは、すべての人々が求めているものであり、彼らのうちにある
形のない知性がより完全な表現を求める衝動なのです。増加への欲求はあらゆる自然に内在しており、宇宙の根源的な衝動です。すべての人間の活動は増加への欲求に基づいています。人々はより多くの食べ物、より多くの衣服、より良い住居、より多くの贅沢、より多くの美しさ、より多くの知識、より多くの喜び、つまり何かの増加、より多くの生活を求めています。すべての生き物は、このような継続的な進歩の必要性にさらされています。生命の増加が止まると、消滅と死が同時に始まります。人間は本能的にこのことを知っているため、永遠にさらに多くのものを求めます。この永遠に増加する法則は、イエスによってタラントの例え話の中で説明されています。持っている人には、なお与えられ、持っていない人からは、持っているものまでも取り上げられるであろう。富を増やしたいという通常の欲求は、悪いことでも非難されるべきものでもありません。それは単に、より豊かな生活を求める欲求であり、願望です。それは、感情の最も深い本能であるため、すべての男女は、より多くの生活手段を与えてくれる人に惹かれるものです。これまでのページで説明した特定の方法に従うことで、あなたは自分自身のために継続的な増大をもたらし、それをあなたが関わるすべての人に与えていることになります。あなたは創造的な中心であり、そこからすべての人に増大が与えられます。このことを確信し、あなたが接するすべての男性、女性、子供にその事実を伝えてください。どんなに小さな取引であっても、たとえ小さな子供にキャンディーを売るだけであっても、その取引に増加の思いを込めて、顧客がその思いに感動を受けるようにしてください。あなたは進歩する人であり、あなたに関わるすべての人を前進させる人であるという印象を、すべての人に与えるように、あなたの行動すべてにおいて進歩の印象を伝えてください。社交的な態度で、ビジネスのことなど考えずに出会った人々にも、何かを売ろうとしない人に対しても、増加の思いを伝えてください。あなた自身が増加の道に立っているという揺るぎない信念を抱くことで、そして、この信念があらゆる行動にインスピレーションを与え、満たし、貫き通すことによって、この印象を伝えることができます。自分が進歩する人格であり、すべての人に進歩を与えているという確固たる信念を持って、あらゆることを行ってください。自分が金持ちになり、そうすることで他の人も金持ちになり、すべての人に恩恵を与えていると感じてください。自分の成功を自慢したり、不必要に話したりしないでください。本当の信念は決して自慢しないものです。自慢する人がいれば、内心、疑いや恐れを抱いている人がいるものです。単純に信念を感じ、あらゆる取引でそれを発揮させるのです。あらゆる行動や口調や表情に、自分は豊かになっている、自分はすでに豊かなのだという静かな確信を表現させてください。この感覚を他者に伝えるのに言葉は必要ありません。他者はあなたの前にいるとき、気持ちが高まるのを感じ、またあなたに惹かれるものなのです。他人があなたと付き合うことで、自分自身の価値が上がると感じるような印象を与えなければいけません。あなたが彼らから得ている現金価値よりも、大きな利用価値を彼らに与えることを意識してください。そうすることに素直な誇りを持ち、それを皆に知らせてください。そして、すべての人の成長を望み、すべてを知っている思考の者は、あなたのことを聞いたこともない人たちを、あなたの方に向かわせるでしょう。あなたのビジネスは急速に拡大し、思いがけない恩恵に驚かされるでしょう。日々、より大きな仲間を作り、より大きなアドバンテージを確保し、そうしたいと望めば、より適した職業に就くことができるようになります。しかし、これらすべてを行う際には、自分が望むものに対するビジョンや、望むものを手に入れるための信念と目的を決して見失ってはなりません。ここで、
動機に関してもう一つ注意をしておきます。他の人に対する権力を求める陰湿な誘惑に注意してください。他者に対する権力の行使や支配は、未形成、または部分的に発達した精神にとって、これほど楽しいものはありません。利己的な満足のために支配したいという欲望は、世界の呪いとなってきました。数えきれないほど昔から、王や領主は自らの支配権を拡大するために、戦いで地上を血で染めてきました。それは、すべての人のためにより多くの幸福を求めるためではなく、自分たちのためにより多くの権力を手に入れるためだったのです。今日のビジネス界と産業界の主な動機は同じです。人々は他者に対する権力を求めて狂い、ドルという軍勢を結集し、何百万もの人々の命と心を浪費しています。商業界の王たちも、政治界の王たちと同じように、権力欲に駆られているのです。イエスは、この支配欲の中に、打倒しようとする邪悪な世界を動かす原動力を見ました。マタイの福音書23章を読んで、パリサイ人の主人と呼ばれたい、高い地位に座りたい、他人を支配したい、恵まれない人々の背中に重荷を負わせたい、という欲望をイエスがどのように描かれているかを見てください。そして、この支配欲をイエスが弟子たちに呼びかけている共通の喜びを求める兄弟愛とどのように比較しているかに注目してください。権威を求めて達人になり、一般の群衆の上に立つものとみなされること、派手に見栄を張って他人を感心させたい、などの誘惑に注意してください。他人を支配しようとする心は競争心であり、競争心は創造的な心ではありません。自分の環境と運命を支配するためには、仲間を支配する必要は全くありません。実際、高みを目指して世の中の争いに身を投じると、運命と環境に飲み込まれ始め、金持ちになるのは偶然と成り行きの問題になります。競争心に気をつけてください。創造的な行動の原則を表す言葉として、トレド主張のジョーンズが好んで口にした黄金律、自分のために望むことは皆のために望むことであるという言葉ほどふさわしいものはないのです。第15章、前進する人。前の章で私が述べたことは、商業に従事する人だけでなく、職人や賃金労働者にも当てはまります。あなたが医師であろうと、教師であろうと、聖職者であろうと、もし、あなたが他の人々に生命の増大を与え、その事実を認識させることができれば、人々はあなたに惹かれ、あなたは富を得るでしょう。前の章で説明したように、自分は偉大で成功した治療者であるというビジョンを持ち、信念と目的を持ってそのビジョンの完全な実現に向けて努力する医師は、生命の源と非常に密接に接触するようになり、驚異的に成功するでしょう。そして、患者は大挙して彼のもとを訪れるでしょう。本書の教えを実践する機会が最も恵まれているのは、医師です。彼がさまざまな流派のどれに属しているかは問題ではありません。治癒の原理はすべての流派に共通しており、すべての人が同様に到達できるからです。医学の面で前進する人は、自分は成功しているという明確な心のイメージを持ち、信念、目的、感謝の法則に従う人で、どんな治療法を使ったとしても、自分が引き受けた治癒可能な症例は、ことごとく治ります。宗教の分野では、豊かな人生に関する真の科学を聴衆に教えることのできる聖職者を世界が求めています。金持ちになるための科学の詳細を、健康でいること、偉大になること、愛を勝ち取ることと関連した科学とともに習得し、説教団からこれらの詳細を教える聖職者は、信徒を欠かすことはないでしょう。これこそが世界が必要としている福音です。人々は喜んでそれを聞き、福音を伝える者に惜しみない支援を与えるでしょう。今、必要とされているのは、説教団から人生の科学を示すことです。私たちが求めているのは、その方法を教えてくれるだけでなく、
自らその方法を示してくれる説教者です。豊かで、健康で、偉大で、愛されている宣教師自身が、私たちにこれらのものに到達する方法を教えてくれるのです。彼が来れば、数多くの忠実な支持者が得られるでしょう。同じことが、子供たちに、人生の前進の信念と目的を与えることができる教師にも当てはまります。教師は、決して職を失うことはありません。そして、この信念と目的を持っている教師なら、誰でも生徒たちにそれを与えることができます。それが自分の生活や実践の一部であるならば、教え子に与えずにはいられません。教師、宣教師、医師に当てはまることは、弁護士、歯科医、不動産業者、保険代理店など、あらゆる人に当てはまります。私が説明した精神的な行動と個人的な行動を組み合わせたものは間違いがありません。失敗するはずがありません。これらの指示に地道に、忍耐強く、忠実に従うすべての男性と女性は金持ちになるでしょう。生命増加の法則は重力の法則と同じように数学的に確かなものです。金持ちになることは正確な科学なのです。賃金労働者であれば、自分のケースも他のケースと同じようにそうであることに気づくでしょう。昇進の目に見える機会がなく、賃金が低く、生活費が高い場所で働いているからといって、金持ちになるチャンスがないと考えないでください。自分が何を望んでいるのか、明確な心のビジョンを描き、信念と目的を持って行動し始めてください。毎日できる限りの仕事をし、それぞれの作業を完璧に成功させてください。成功の力と金持ちになるという目的を、自分のすることすべてに注ぎ込みましょう。しかし、単に雇い主の機嫌を取ろうという考えで、雇い主や目上の人たちがあなたの良い仕事ぶりを見て、出世してくれることを期待して、このようなことをしないでください。実際、そうしてもらえるとは思えません。単に良い労働者に過ぎず、自分の持ち場を精一杯こなし、それで満足している人は、雇用主にとって貴重な存在です。そんな人を昇進させることは、雇用主の利益にはなりません。彼は現状のポジションでいる方が価値があるのです。出世を確実なものにするためには、自分の居場所に対して、大きすぎること以上の何かが必要です。出世を確実なものにするのは、自分の居場所に対して大きすぎる人であり、自分がどうなりたいかという明確な概念を持っている人です。自分がなりたいものになれると知っていて、なりたいものになろうと決心している人なのです。雇用主を喜ばせるために、現在の地位を埋める以上のことをしようとしないでください。勤務時間中も、勤務時間外も、勤務時間前も、増大の信念と目的を持ち続けてください。現場監督であれ、仕事仲間であれ、社会的な知人であれ、あなたと接するすべての人が、あなたから放たれる目的の力を感じるように、それを持ってください。そうすれば、誰もがあなたから前進と増大の感覚を得ることができます。人はあなたに惹かれるでしょうし、現在の仕事で昇進の可能性がない場合でも、すぐに別の仕事に就く機会が見つかるでしょう。法に従って前進する人に必ず機会を与えてくれる力があります。あなたが特定の方法で行動するなら、神はあなたを助けずにはいられません。神がそうしなければならないのは、自分自身を助けるためなのです。あなたの置かれている環境や産業上の状況の中にも、あなたを引き止めるものは何もありません。鉄鋼信託会社で働いて金持ちになれないとしても、10エーカーの農場で金持ちになればいいでしょう。あなたが特定の方法で歩み始めれば、必ずや鉄鋼信託会社のしがらみから逃れ、農場でもどこでも自分の望む場所に行くことができるでしょう。もし、数千人の従業員が特定の方法に乗れば、鉄鋼信託会社はすぐにひどい窮地に陥るでしょう。従業員にもっと機会を与えなければ、廃業するしかないでしょう。労働者にもっと機会を与えるか、廃業するしかありません。
誰も信託会社のために働く必要はありません。信託会社は、金持ちになるための科学を知らなさすぎる人間や、知的に怠惰でそれを実践できない人間がいる限り、いわゆる絶望的な状況に人間を留めておくことができるのです。この考え方と行動を始めれば、あなたの信念と目的によって、あなたの状態を改善する機会がすぐに見つかるでしょう。そのような機会はすぐにやってきます。なぜなら、思考のものがすべての中で働き、あなたのために働いて、あなたの前にそのような機会をもたらすからなのです。なりたい自分になる機会を待ってはいけません。今以上の自分になる機会が訪れ、それに駆り立てられていると感じたら、それを掴み取ってください。それが、より大きなチャンスへの第一歩となるでしょう。前進する人生を生きている人間にとって、機械の欠如などということは、この宇宙にはありえないのです。すべてが彼のためにあり、彼の利益のために協力するということは、宇宙の構成に本来備わっているものです。そして、特定の方法で行動し、考えるなら、彼は間違いなく金持ちになるに違いありません。ですから、賃金をもらっている男性も女性もこの本を注意深く学び、本書が規定する行動指針に自信を持って踏み出しましょう。失敗することはありません。第16章。いくつかの注意事項と最終的な見解。多くの人は、金持ちになるための正確な科学があるという考えを嘲笑するでしょう。富の供給には限界があるという印象を抱き、かなりの数の人々が能力を身につける前に、社会制度や政府制度を変えなければならないと主張するでしょう。しかし、これは真実ではありません。既存の政府が大衆を貧困に陥れ続けているのは事実ですが、それは大衆が特定の方法で考え、行動していないからです。もし大衆が本書で示されているように前進し始めたら、政府も産業システムもそれを阻止することはできません。すべてのシステムは、前進する動きに合わせて改良されなければならないでしょう。人々が前進する精神を持ち、自分たちは豊かになれるという信念を持ち、豊かになるという明確な目的を持って前進するのであれば、彼らを貧困に留めておくことはできません。個人はいつでも、どのような政府の下でも、特定の道に入り、富を得ることができます。そして、いかなる政府の下でも、相当数の個人がそうなれば、他の人々に道が開かれるようにシステムが改良されることになるのです。競争的な面で金持ちになる人が増えれば増えるほど、他の人々にとっては悪影響が及ぶことになります。創造的な面でお金持ちになる人が増えれば増えるほど、他の人にとっても良いことになります。大衆の経済的救済は、多くの人々がこの本で述べられている科学的な方法を実践し、金持ちになることによってのみ達成されます。それは他の人々に道を示し、真の人生への願望を抱かせるでしょう。そして、それを達成できるという信念を抱かせ、それを達成する目的を持たせることになるでしょう。しかし、現時点では、あなたが住んでいる政府も、資本主義的、または競争的な産業システムも、あなたが豊かになることを妨げることはできない、ということを知っていれば十分です。あなたが思考の創造的な次元に入ると、あなたはこれらすべてを乗り越えて、別の王国の国民になるのです。ただし、あなたの思考は、創造的な面にとどまらなければならないことを忘れないでください。供給が限られていると考えたり、競争という道徳的なレベルで行動しようとは、一瞬たりともしてはいけません。古い考え方に陥った場合は、すぐに自分を修正してください。なぜなら、あなたが競争心に陥ったとき、あなたは全体の精神の協力を失っているからです。必要な方針が、今日のあなたの行動に影響を与える可能性がある場合を除き、将来起こりうる緊急事態にどのように対処するかについて、計画を立てることに時間を費やしてはいけません。明日起こるかもしれない緊急事態ではなく、
今日の仕事を完璧に成功させることに関心を持ってください。緊急事態はその都度対処すればよいのです。ビジネスの前に立ちはだかるかもしれない障害物をどうやって乗り越えようかという問いに頭を悩ませてはいけません。障害物を避けるためには、今日中に進路を変更しなければならないことがはっきり分かった時に考えればいいのです。どんなに途方もない障害物が遠くに見えても、確かな道を進めば、その障害物に近づくにつれて消えてなくなるか、その障害物を乗り越えたり、通り抜けたり、回り込んだりする道が現れることに気づくでしょう。科学的な法則に沿って忠実に富を得ようとする人たちに、起こりうるいかなる状況の組み合わせも打ち勝つことはできません。法則を守る人たちは、2に2をかけると4になるのと同じように、確実に金持ちになれるのです。起こりうる災害、障害、パニック、不利な状況の組み合わせについて心配して考えないでください。そのようなことは、目の前に現れた時に対処すれば十分であり、どんな困難も、それを克服するための手段を携えていることに気づくでしょう。発言を大切にしましょう。自分自身や自分のこと、その他の何事についても、落胆したり、悲観したりするような言い方をしないでください。失敗の可能性を認めたり、失敗の可能性を示唆するような話し方をしてはいけません。時代が厳しいとか、経営状況が疑わしいなどとは、決して口にしてはいけません。競争的な次元にいる者にとっては厳しい時代であり、ビジネスが危うくなるかもしれませんが、あなたにとっては決してそうではありません。望むものを想像することができ、恐怖を克服できます。他人が苦境に立たされ、商売がうまくいっていない時こそ、あなたは最大のチャンスを見つけることができるでしょう。世界を成長しつつある何かとして考え、見るように自分自身を訓練してください。そして、悪と思われるものは、未発達なものに過ぎないと考えるようにしてください。常に進歩という観点から話してください。そうしないと信念を否定することになり、自分の信念を否定することは、それを失うことになります。失望を感じることを決して許さないでください。あるものをある時期に手に入れることを期待していても、その時には手に入らないかもしれません。それはあなたには失敗のように見えるでしょう。しかし、もし自分の信念を貫くなら、失敗は見かけだけのものであることがわかるでしょう。特定の方法で進み続ければ、もしそのようなものを受け取らなかったとしても、はるかに優れたものを受け取ることになり、失敗に見えたことが実際には大成功だったことがわかるでしょう。この科学を学ぶある学生が、当時彼にとって非常に望ましいと思われた、あるビジネスの提携を実現することを心に決め、それを実現するために数週間働きました。肝心な時になって、完全に不可解な形で失敗しました。まるで何か目に見えない影響力が彼に対して密かに働いているかのようでした。彼は失望することなく、それどころか、自分の望みが打ち砕かれたことを神に感謝し、感謝の心で着実に前進しました。数週間後、どんな理由があっても最初の取引をしなくてよかったと思えるほど、もっと良い機会が彼にやってきました。そして彼は、自分が知っている以上に多くのことを知っている精神が、自分がより小さなものに巻き込まれて、より大きな利益を失うのを防いでくれたことを知ったのです。信念を持ち、自分の目的を堅持し、感謝の気持ちを持ち、毎日、その日にできることをすべて行い、一つ一つの行動を成功させるなら、どんな失敗に見えることも、あなたにとってうまくいく方法です。失敗するのは、あなたが十分に求めていなかったからです。そうすれば、あなたが求めていたよりも、大きなものが必ずあなたにやってくるでしょう。これを覚えておいてください。あなたが失敗するのは、あなたがやりたいことをやるために必要な才能がないからではありません。私の指示通りに進んでいけば、仕事をするのに必要な才能をすべて開花させることができるでしょう。才能を開花させる科学については、
本書の範囲内ではありません。しかし、それは金持ちになるプロセスと同じくらい確実かつ簡単なことです。しかし、ある場所に来た時に能力不足で失敗することを恐れて、ためらったり迷ったりしないでください。そのまま進んでください。そうすれば、その場所に来た時、能力はあなたに与えられるでしょう。学問のなかったリンカーンが、一人の人間によって成し遂げられた政府の偉大な仕事をすることができたのと同じ能力の源が、あなたにも開かれています。あなたに課せられた責任を果たすために、知恵を働かせるために、あらゆる精神を活用することができます。完全な信頼を持って進んでください。この本を勉強してください。この本に書かれているアイデアを習得するまで、この本を常にあなたの伴侶にしてください。この信念をしっかりと確立しつつある間は、ほとんどの娯楽や楽しみを諦めるのが賢明です。また、講義や説教の中で、これらと相反する考えが語られるような場所には近づかないことです。悲観的な文献や対立する文献を読んだり、この問題についての議論に加わったりしないでください。前書きで言及されている作家以外は、ほとんど読まないでください。余暇の大半は、自分のビジョンを思い描き、感謝の気持ちを養い、この本を読むことに費やしてください。この本には、金持ちになるために必要な科学がすべて書かれています。そして、その要点はすべて次の章にまとめられています。第17章、金持ちになるための科学のまとめ。万物が作られる元となる思考物質があり、それはそのままの状態で宇宙の間隙に浸透し、貫通し、充満している。思考は、この物質の中で、その思考によってイメージされたものを生み出します。人間は思考の中でものを形成することができ、また、自分の考えを形のない物質に印象づけることによって、考えている物事を想像することができます。これを行うためには、人は競争心から創造的な心へ移行しなければなりません。そうでなければ、常に創造的で、決して競争的な精神を持たない、形のない知性と調和することができません。人は、形のない物質が自分に与えてくれる恩恵に対して、生き生きとした心からの感謝を抱くことで、形なき物質と完全に調和することができます。感謝は、人間の心を実在の知性と一体化させ、人間の思考が形のないものによって受け取られるようにします。人間は自分が持ちたいもの、したいこと、なりたいものについて、明確で鮮明な精神的イメージを形成しなければなりません。そして、自分の願望がすべて自分に与えられていることを、思考のものに深く感謝しながら、このイメージを自分の思考の中に保持しなければなりません。金持ちになりたいと願う人は、余暇の時間を自分のビジョンを実行することに費やし、現実が自分に与えられていることに心から感謝しなければなりません。揺るぎない信念と心からの感謝を持って、イメージを頻繁に実行することの重要性は、いくら強調しても、しすぎることはありません。これが、形のないものに印象が与えられ、創造的な力が動き出す過程になります。創造的なエネルギーは、自然の成長や産業秩序、社会秩序の確立された経路を通じて機能します。彼の精神的なイメージに含まれるものはすべて、上記の指示に従い、その信念が揺らぐことのない人のもとに、必ずもたらされるでしょう。彼が望むものは、確立された貿易や商取引といった方法を通じて彼のところに来るでしょう。自分に必要なものが来たときに、それを受け取るためには、人は積極的に行動しなければなりません。そして、この活動は、現在の地位を埋める以上のものでなければなりません。彼は自分の心のイメージを実現することによって、金持ちになるという目的を心に留めておかなければなりません。そして、彼は毎日、その日にできることをすべて実行し、一つ一つの行動を成功させるように注意しなければなりません。彼はすべての人に、受け取る現金価値を上回る使用価値を与えなければなりません。
そうすることで、一つ一つの取引がより多くの生命を生み出すようになります。そして、自分が接するすべての人に、増加の印象が伝わるように、前進する思想を保持しなければなりません。前述の指示を実践する男女は確実に金持ちになるでしょう。そして彼らが受け取る富は、彼らのビジョンの明確さ、目的の堅実さ、信念の固さ、そして感謝の深さに正確に比例するでしょう。以上がこの書籍の内容になります。難しい表現や理解しにくい部分もあったかと思いますが、繰り返し聞き込むことで内容が潜在意識に刻まれていき、日々の思考や行動も変わっていくでしょう。そうすれば、きっとあなたの人生も良い方向に変わっていくと思います。ぜひ定期的に聞き込んでみてくださいね。お金を引き寄せる法則や潜在意識に働きかけて願望を叶える方法など、真の幸福な人生を送るための有料級豪華特典情報を無料で公式 LINE にて準備中です。楽しみにお待ちくださいね。当チャンネルの応援の意味でも、チャンネル登録、公式 LINE 登録をしていただけると、皆様のお役に立てる動画作成の励みになります。登録は概要欄のリンクから簡単にできます。これからもあなたの人生がどんどん良くなる情報を発信していきますので、また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。